いたたた。ここはどこなのだ？僕は確か引き戸を開けてお部屋に入ろうとしたのだ。そしたらいつものお部屋がなくて。そうなのだ。ちょうどこんな色のお部屋が見えたのだ。僕は一体どこにいるのだ？あ、ずんちゃん、どちらへ行くんですの？いたこ姉様、これからずんだマンの様子を見に行くんですよ。あ、それなら私も行きますわ。今日はいい天気ですわね。そうですね。こんな天気のいい日には、縁側でお茶でも飲んでゆっくりしたらとても気持ちがいいでしょうね。そこにずんだ餅もあったら完璧ですね。確かにそうですわね。あら、こんなにお天気がいいのに、お空がゴロゴロ言ってますの。ずんこさん、いたこさん、あかねさんじゃないですか。あら、あかねさん。こんなところで奇遇ですわね。ちょうどこれからお宅へお邪魔しようかと思ってたんですわ。そうなんだ。じゃあ二人とも家まで送っていくよ。ありがとうございます。ところであかねさんはどうしてこんなところに？ちょっと用事があって。あら、それは申し訳ありませんわ。急ぎじゃないから大丈夫だよ。いたこ姉様。シュワ？どうかしたんですの？あら、噂をすればこんなところにずんだ餅がありますの。でも、どうしてこんなところに？あ、ずんちゃんばっちりですわよ。私、このずんだ餅、見たことある気がする。そうなんですの？あれは、確か12年前。そんな前のずんだ餅のことまで覚えてるんですの？やばいね。ずんだ餅欲しい人、この指とまれ。こらずんちゃん、ずんだ餅を持って走ったら危ないでちゅわよ。そうだぞずんこ。年上の言うことは聞かなくちゃダメなんだぞ。皆さん待ってください。危ないですから、あんまり走っちゃダメですよ。ほら、ゆかりお姉ちゃんを困らせるなよ。嫌なこった。高橋の魔除け、ペラペラ。ずんこお前、今日という今日は許さないからな。捕まえられるものなら捕まえてごらん。待てこの野郎。二人とも喧嘩しちゃダメでちゅわ。高橋のバー。ほら言ったじゃありませんか。私のずんだ餅。大丈夫でちゅの？俺をバカにした罰が当たったんだよ。ざまあ見ろ。あわわわわ。つんこちゃん、大丈夫ですか？今ね、お地蔵さんがね、ずんだ餅食べたの。何をおバカなこと言ってるんでちゅの？石のお地蔵様がずんだ餅を食べるわけないんでちゅの？どうせまた自分で食べたの忘れてるだけだろ。バカが。そんなことないもん。私見たもん。皆さん、喧嘩しないで。あ、そうだ。皆さん、お家に帰ったら、お菓子とジュースがありますよ。なんて、お菓子とジュースでちゅの？早く帰って食べまちゅの？俺が先だぞ。走っちゃダメですったら。もう、ほら、ずんこちゃんも一緒に行くよ。早く来ないとずんこの分も食べちゃうからな。これは、あの時のずんだ餅ですよ、いたこ姉様。そんなこと、あったような、なかったような。うちは生まれてないから知らないな。ただいま。のだ。あかね、お帰りなのだ。いたことずんこなのだ。二人とも今日はどうしたのだ？もしかして僕のことが心配で見に来たのだ。そうですわよ。今日はもんちゃんの様子を見に来たんですわ。という体でお茶菓子をいただきに来たんですよ。あまり調子に乗らないでください。すりつぶしますよ。のだ。この子は本当に。じゃあうち、用事の途中だから。あかねさん、お忙しいところありがとうございました。二人とも。ゆっくりしていってね。ありがとうございます。あの子、いちいち怖いのは何なのでしょう。
それで、最近はどうですか？特に何もないのだ。いつも通りなのだ。そうですか。ことのはけのお二人にはよくしてもらってますか？ご飯はちゃんと食べれてますか？二人ともとっても優しいし、ご飯もたくさん食べてるのだ。なんか間がありませんか？ところでこれは本当に食べても大丈夫だったんですの？名前が書いてあるの、食べ終わってから気がついたんですの。お客さんだから多分大丈夫なのだ。そうですか。あ、そういえばせっかくお邪魔させていただいてるのに、手土産を持ってくるのを忘れましたわ。それなら大丈夫ですよ、いたこ姉様。あらずんちゃん、お土産持ってきてるんですの？お土産なのだ。もしかして食べ物なのだ。そうですよ。愛なのだ。今すぐ食べるのだ。はい、どうぞ。愛なのだ。ずんだ餅なのだ。ずんちゃんあれって。なんか変な味がするのだ。ねちょねちょなのにジャリジャリもしてるのだ。ずんこ、これは本当にずんだ餅なのだ。さっき路上で偶然拾った12年もののずんだ餅です。私の見立てではまだ食べられます。それってどういうことなのだ。地面に落ちてた12年前のずんだ餅だそうですわ。なんてものを食べさせるのだ。もったいない。びっくりしましたの。二人とも大丈夫でしたの。あ、もんちゃんが泡吹いて気絶してますの。どうしましょう。きっと食べ物を粗末にしたから罰が当たったんですね。くわばらくわばら。ずんちゃん。のだ。あれ、寝ちゃってたのだ。ずんこ、いたこ、二人とも帰っちゃったのだ。あ、これは片付けないとなのだ。これで大丈夫なのだ。あかねが帰ってきてなくてよかったのだ。ずんだ虫さん、何してるの？いや、別に何もしてないのだ。そっか。それより、ずんこさんといたこさんは？あ、起きたらもう二人はいなかったのだ。起きたら？ずんだ虫さん、寝てたの？そうみたいなのだ。あ、思い出したのだ。ずんこが腐ったずんだ餅を僕に食べさせたから、怒ってお外に慣れたら突然ピカって光って、そこから記憶がないのだ。そうなんだ。じゃあ二人とももう帰ったのかな？まったく、ずんこは本当に意地悪なのだ。僕がずんだ餅を好きなのを知っていて、あんなものを食べさせるなんて。のだ。どうしたの？なんなのだこれ。いつものお部屋じゃないのだ。ずんだ虫さん、入っちゃダメ。お邪魔します。あかねはどこに行ったのだ。ここは一体どこなのだ。まあとにかくお家に戻るのだ。のだ。引き戸がないのだ。どういうことなのだ。僕は引き戸を開けてここに来たはずなのだ。のだ。とりあえずこのお部屋から出るのだ。外に出ればきっとなんとかなるのだ。歩いても歩いても景色が変わらないのだ。まるで迷路なのだ。大いなのだ。誰かいないのだ。誰もいないのだ。のだ。のだ。出口はどこなのだ。もう歩き疲れたのだ。もう30分くらい歩いてる気がするのだ。こんなに歩いても出口がないなんておかしいのだ。きっと道を間違えてるのだ。来た道を戻るのだ。確か来るときにここを左に曲がったから。左に曲がるのだ。ここは右に曲がったから右に曲がるのだ。ここも右だったのだ。ここは多分左なのだ。ここは確か。おかしいのだ。全然最初のところに戻れないのだ。道は間違えてないはずなのに本当におかしな場所なのだ。こっちに行ってみるのだ。のだ。
行き止まりなのだ。こんなところに穴が開いてるのだ。うわ、結構深いのだ。こんなところに落ちたら大変なのだ。気をつけるのだ。一体どこに行けばお外に出られるのだ。せめて誰かに会いたいのだ。壁に線が書いてあるのだ。そうなのだ。きっとこの線をたどっていけば人がいるかもしれないのだ。早速行くのだ。ずいぶん長く続いてるのだ。きっと長持ちするいいペンなのだ。500円くらいするかもしれないのだ。ここで途切れてるのだ。ペンが落っこちてるのだ。なんかこのペン、どこかで見たことある気がするのだ。なんなのだこれは。壁に大きなシミができてるのだ。人の形みたいで、なんだかちょっと気味が悪いのだ。何の声なのだ。ここから離れるのだ。あの声は一体何だったのだ。聞いたことない声だったのだ。怖かったのだ。もしかして、実はここは怖いところだったのだ。だとしたら、早くここから出なくちゃなのだ。怖いのは嫌いなのだ。まだ近くにいるのだ。近づいてくるのだ。隠れるのだ。どっか行ったのだ。でもまだ近くにいるかもしれないのだ。怖いからしばらくここにいるのだ。危なかったのだ。ここはさっきの穴が開いてるところだったのだ。危うく落っこちるところだったのだ。やっと見つけた。やってしまった。おーい、生きてる？よかった、生きてるわ。でもここからじゃ降りられないな。せっかく知り合いに会えたと思ったのに。さーて、どうしようかな。My name is Takahashi. Nice to meet Agamemnon. いたたた。穴から落っこちちゃったのだ。ここはどこなのだ。あかね、葵、誰か助けてほしいのだ。お姉ちゃん、そんなところに立ってどうしたの？ずんだ虫さんは？あかねさん、どうかされたんですか？キリタン、ずんこさんといたこさんは家に帰ってる？いえ、帰ったら机の上に、ことの葉さんのお宅に行くと書き置きがあったので、私も来たのですが。どうしたの？しばらく留守にするね。お姉ちゃん、それってどういう？うちは、みんなを探してくる。いいよ。よろしくね。みんなは、どこに行ったんだろう。先日、ずんだむしさんといたこさん、あとずんこさんがここで行方不明になってしまいました。なので私は、この謎の空間でみんなの捜索を始めました。この場所は、想像以上に複雑みたいです。試しに小1時間ほどまっすぐ歩いてみましたが、景色は全く変わりません。どこまで歩いても、黄色い壁と湿った床の同じ風景が続きます。そして、やっぱりさっきの道曲がってみよう。あれ？戻ろうと思っても、通ってきた道が変わってしまうので、戻ることができません。まるで、この部屋自体が生きているみたいです。
やっぱり、携帯の電波は繋がらないな。ここに入ってからインカムも繋がってないし、つけてる意味ないな。誰？気のせいか。せめて何か痕跡があればいいんだけどな。さらにしばらく歩いていると、壁に線が書いてあるのを見つけました。奥に行くにつれて、線が若干薄れていってる感じがする。じゃあまずは、線が始まる方向に行ってみようかな。線の根元に向かってしばらく歩いていくと、不思議なものを見つけました。この黒いのは何だろう。あ、ここが始まりかな？あれは、割れた、瓶、と、あとあのポワポワは何だろう？高すぎて手が届かないな。こんな時は、普通の網。よっと。なんだろうこれ。触っても大丈夫なのかな？あ。あれ？いたこさん？ずんちゃん、どうかしたんですの？いたこ姉様、こんなところに瓶が落ちてました。瓶ですの？中には何か入ってるんですの？空き瓶みたいです。しかも、蓋が硬くて開きません。そうですか。何か使えるものだったらよかったんですが。この瓶自体が何かに使えるかもしれないので、一応取っておきますね。わかりましたの。それにしても、ここはジメジメしたカビ臭い場所ですの。おまけにさっきから聞こえるノイズといい、この景色といい、頭がおかしくなりそうですの。これがもし一人だったらと思うと、そっとしますわ。ここに入るときに何やらいたこ姉様から話されそうな波動を感じましたが、気合でなんとか食らいつけてよかったです。そういうのって気合でなんとかなるものなんですの？まあまあ、とにかく今は出口と飲み物を探しましょう。確かにそうですわね。もう1時間以上は歩いてますし、喉もカラカラですわ。いたこ姉様？ずんちゃん、いたこ姉様は今のうちに逃げてください。これは私が何とかします。でも、早く。ずんちゃん、すぐに、助けを呼んできますの。これでもくらえ。必殺。ずんだま。今のは、ずんこさんの記憶？あれが、もし本当だとしたら、急がなきゃ。ここは、とっても不思議な場所ですが、それと同じくらい不思議な生き物や、不思議なものも、ここにはたくさん存在するみたいです。さて、今度は線の先の方に行ってみようかな。くそ、この場所は一体何なんだ。さっきの黄色い部屋からやっと出られたと思ったら、今度は一面コンクリートの壁だ。俺は一体どこに来てしまったんだ。俺の名前は叫んで死のう。どこにでもいるごく普通のサラリーマンだ。先日と言っても日時の感覚なんてとうになくなってしまったので、どれくらい時間が経ったかはわからないが、いつもの通り会社から帰っている途中、俺はこの辺りでは見かけない黒猫を見つけた。あれ、でもあんな綺麗な黒猫、この辺りにいたっけ？大の猫好きの俺は自慢ではないが、この地域にいる猫は大体把握しているつもりだ。その日は珍しく定時に上がれて時間に余裕があったので、その猫の後を少しつけてみることにした。
あら、フリフリしちゃって、くわいい尻尾さんだね。そういえば首輪はしてないけど、野良にしては随分と毛並みが綺麗だな。しばらくつけていると、その黒猫は俺の存在に気がついたのか、路地裏へ入っていってしまった。猫ちゃん待って。見失ってしまうと思った俺は、急いで路地裏へ行ったが、そこにはもう猫の姿はなかった。あれ、おかしいな。一本道の狭い路地裏。そんなに早く見失うはずがないよな、と不思議に思った俺は、路地に足を踏み入れた。その瞬間、突然地面が消えてしまったような浮遊感に襲われ、気がついたら黄色く湿ったカーペットの上に倒れ込んでいた。その場所でしばらくさまよっているうちに、今度はこの場所にたどり着いた、というわけさ。もうしばらく水分も取ってないし、そろそろ限界だな。あ、こんなところに箱がある。もしかしたら食べ物や飲み物が入っているかもしれない。開けてみよう。やった。水筒が入ってたぞ。誰のものかはわからないけど、今はとやかく言っている場合じゃない。なんだこれ。アーモンドとバニラの香り。一瞬腐ってるのかと思って驚いた。でも、大丈夫そうだな。よし、飲んだら少し元気が出てきたぞ。絶対に俺はここから脱出するんだ。そしてお金を貯めて脱サラしてニャンニャン王国を作るんだ。急になんだ。照明の調子が悪いのか。こういう時は下手に動かない方がいいな。転んで怪我でもしたら大変。野田。僕は今度はどこに来たのだ。さっきまでいたところと景色が全然違うのだ。そういえばここに来てすぐの時に後ろからすごい音がしてびっくりしたのだ。柔らかいものを殴ったみたいな音だったのだ。あとすごい遠くからまた獣の叫び声みたいなのもしたのだ。多分ここも怖いところなのだ。早く出るのだ。お腹が空いたのだ。ここに来てからしばらく経つけどずっと飲み物も飲んでないから喉もカラカラなのだ。何か飲まないとシワシワになっちゃうのだ。水たまりなのだ。ダメなのだ。水たまりの水なんて飲んだらずんだの妖精としての威厳を失ってしまうのだ。それだけはやっちゃいけないのだ。危なかったのだ。ここは実に恐ろしい場所なのだ。まあとりあえず人を探すのだ。さっきは後ろから声がしてびっくりして床の穴から落ちちゃったけど、よくよく考えたらあれは人の声なのだ。つまりここには誰かが住んでるってことなのだ。名推理なのだ。よし、張り切って探すのだ。それにしてもここはまた広い場所なのだ。どこかの倉庫とか駐車場みたいなのだ。こんなところにメガネが落っこちてるのだ。これはここに誰かがいたというれっきとした証拠なのだ。うわ、なんかネバネバしたものがついてるのだ。持ち主は汗かきさんだったのだ。でもなんでメガネだけ落っこちてるのだ。まあいいのだ。落とした人はきっと困ってるのだ。持ち主さんに会った時のために一応持っておくのだ。なんか物音がしたのだ。誰かいるのだ。なんなのだこれ。キラキラしててとっても綺麗なのだ。キラキラさんどこに行くのだ。待ってほしいのだ。疲れたのだ。喉が渇いてたのすっかり忘れてたのだ。キラキラさんもどこか行っちゃったのだ。もう限界なのだ。ちょっと休むのだ。もう動けないのだ。僕はきっとここで誰にも見つけてもらえないで一人寂しく死んじゃうのだ。あかね、あおい、いたこ、きりたん。最後にみんなに会いたかったのだ。あとずんこ。キラキラさんなのだ。なんなのだ。僕はもうキラキラさんを追いかける元気も残ってないのだ。もうどこか行くのだ。消えちゃったのだ。そういえばこの木箱は何なのだ。キラキラさんを追いかけてる途中で似たような箱を5回くらい見たのだ。
もしかしてこの箱を開けたら何か入ってるのだ。でもこんな頑丈そうな木箱、どうやって開ければいいのだ。きっとバールみたいなのがないと開かないのだ。あ、簡単に開いたのだ。わ、やったのだ。いろいろ入ってるのだ。水筒もあるのだ。早速飲むのだ。あ、でも誰か知らない人のものかもしれないのだ。怖い人だったらどうしようなのだ。のだ。背に腹は変えられないってやつなのだ。もしあったらごめんなさいするからいいのだ。きっと許してくれるのだ。ぷはぁ。ただの水がこんなに美味しいのなんて初めてなのだ。生き返るのだ。あとは何が入ってるのだ。これはカロリーマイトみたいなのだ。確か葵がカロリーマイトはフルーツ味が特に美味しいって言ってたのだ。僕は初めて食べるのだ。いただきますなのだ。何なのだこれ。土の味がするのだ。やっぱり葵は舌がおかしいのだ。まあでも、ないより全然マシなのだ。残りは持ってくのだ。リュックサックなのだ。この中に水筒と顔入れるのだ。のだ。事件の香りがするのだ。やっぱりこれは危険が危ない人の持ち物だったのかもしれないのだ。見なかったことにするのだ。あとはなんかよくわからないのだ。多分もみなのだ。あ、でもこれだけ持っていくのだ。電池は必要な時に探すといつもないってイタコが言ってたのだ。きっと何かの役に立つのだ。さて、これからどうしようなのだ。とりあえず、またここから出なくちゃなのだ。なんだか脱出ゲームみたいでワクワクしてきたのだ。この穴が怪しい気がするのだ。きっと出口への最短ルートなのだ。ずんだもん隊員、突入するのだ。葵さん、これはどういうことなんでしょうか。さっきまで茜さん、そこにいましたよね。わからない。お姉ちゃん、一体どこに行っちゃったんだろう。二人とも、どうかしたの？高橋さん、ここで何してるの？俺は、ここが出口への近道かもしれないのだ。ずんだもん隊員、突入するのだ。のだ。真っ暗で何も見えないのだ。明かりはないのだ。なんか床がギシギシ言うのだ。いた！こゆ。のだ。足の小指がなくなったのだ。あ、だんだん見えてきたのだ。ここは、屋根裏部屋、なのだ。変なのだ。僕はコンクリートの壁に開いた穴に入ったはずなのだ。屋根裏部屋につながるはずないのだ。よっ。それになんだかここは暗くて埃っぽいのだ。せめて明かりが欲しいのだ。あ、そうなのだ。さっきのコンクリートの場所でまた木箱を探すのだ。きっと探せば懐中電灯とかも見つかるのだ。その後にまた来ればいいのだ。よし、そうと決まれば早速。のだ。穴はどこに行ったのだ。さっきと違ってここは少し狭いのだ。でも、薄暗くてよく見えないけど、奥行きは結構あるのだ。それにソファーとか棚とか、古そうな家具も置いてあるのだ。誰の家の屋根裏なのだ。のだ。ここから下に降りられないのだ。ちょうど都合よく石ころが落ちてたのだ。落としてみるのだ。ちゃんと階段を探すのだ。ここもなんだかよくわからないところなのだ。世の中にはまだまだ不思議なことがいっぱいあるのだ。この土味のカロリーマイトも慣れればそんなにまずくないのだ。ペットフードといい勝負なのだ。なくなっちゃったのだ。これじゃあ全然足りないのだ。もっと食べたいのだ。のだ。箱があるのだ。もしかしたらここにも食べ物が入ってるかもしれないのだ。この箱、硬いのだ。
きっと前の箱よりいいものが入ってるに違いないのだ。絶対に開けるのだ。ぬぬぬぬ。のだー。死んでも光ったままなんだ。どういう仕組みなんだろう。ふんふん。へえ、これがこうなってるんだ。なるほどね。これはなんだろう。あ、光らなくなっちゃった。この葉。これ、結構面倒くさかったけどな。まあいいや。それにしても、ここは暑いな。変なのもいっぱい出てきてちょっと疲れるし、そろそろ移動しようかな。ここに来てからちゃんと人を見たのが初めてかな。あの人、誰かに似てる気がする。ちょっと話しかけてみようかな。はあ。ひどい目にあったのだ。危うくまた落っこちるところだったのだ。もう落ちるのはこりごりなのだ。あ、そうなのだ。箱の中なのだ。やったのだ。果物なのだ。やっぱりいいものが入ってたのだ。ちょうどお腹が空いてたのだ。いただきますなのだ。美味しいのだ。こっちのバナナも食べるのだ。美味しいのだ。あなたは誰？なんで顔がないの？口がないから話せないの？そっか。それなら仕方がないね。それじゃあうちはもう行くね。あ、そうそう。次から急に後ろに立たないでね。今度はそれじゃあ済まなくなっちゃうと思うから。それじゃあまたね。ふう、なんと恐ろしい。子供だと思って、安易に近づくものではないな。私の名前はモブオ。ただのしがないフェイスリングと呼ばれるものだ。いつからここにいるかは自分でもわからないが、周りのフェイスリングからは新参者のように扱われているので、おそらくは最近ここへ来たのだろう。先ほどは日課の散歩中だったのだが、子供を見かけたので話しかけようとしたらこのありさまさ。全くもってついていない。そもそもあのような子供の背後に立っただけでブーで3発殴られるだなんて誰が想像できるだろうか。私が謎でなかったら心が折れているところだ。ふう。さて、私は散歩の続きでもするとするかな。これは一体。まさかあの子供が。いや、さすがに思い違いか。だが、あのピンクの蚊に、どこかで見たことがあるような。やっぱり喋れるんだ。いや、これはすまない。私は君に嘘をついていた。見ての通り口はないが、実はこうして話をすることができるんだ。どうかこの私を許してくれはしないだろうか。別にいいよ。その代わり、ここがどんなところであなたが何なのか、うちに教えてくれる？私が知っている犯人のことであれば何でも答えよう。口がないのにどうやって発生してるのかな？いや、これは自分でもよくわかる。中身はどうなってるんだろう？ちょっとだけ。よーく見せてほしいな。最初は暗くて嫌な雰囲気の場所だと思ったけど、意外といいところなのだ。こんなにたくさんの果物なんかお家でもそんなに食べれないのだ。こんなことならいっそのことここに住みたいくらいなのだ。なんちゃってなのだ。なんなのだ。急にまずくなったのだ。なんなのだこれ。さっきまで新鮮だったはずなのだ。なんで腐ってるのだ。まあいいのだ。まだ果物は残ってるのだ。新しい果物を食べればいいのだ。なんなのだこれ。なんだか気持ちが悪いのだ。目の前がぐるぐるするのだ。高橋です。高橋なのだ。なんでこんなところにいるのだ。
そんなことより、助けてほしいのだ。僕はここから出たいのだ。お願いなのだ。何でもするから助けてなのだ。高橋、なんで何も喋らないのだ。高橋です。高橋。でも、そこにも高橋がいるのだ。どういうことなのだ。高橋です。高橋です。高橋です。高橋高橋だよ。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 高橋なんだ。高橋はルールで禁止っすよね。高橋、高橋。なんなのだこれ。高橋。一体、高橋何が起きてるのだ。高田です。ブエー。あなたはフェイスリングっていう種類の生き物なんだ。はい、さようでございます。ついでに申し上げますと、私の名前はモブオと言います。顔なしさんはなんでこんなところにいるの？あいえ、私の名前はモブオです。顔なしさんはなんでこんなところにいるの？はい、顔なしは日課の散歩をしていたらちょうどあなた様を見かけまして、声をおかけしようとしたところ3回ほどご褒美をいただき、先ほどの虚偽の申告の件にて追加で3回ほどのご褒美をいただいた次第でございます。そうなんだ。それで、ここが暑くて危ない場所って以外にはあんまり知らないんだ。はい、私はここに来てからまだ日が浅く、この場所についての知見が浅いのでございます。申し訳ございません。そうなんだ。ですが、この場所には危険な生物も多数生息しているので、できればお早く移動された方が賢明かと思われます。私のような大人のフェイスリングは基本的には有効的ですが、子供のフェイスリングは非常に危険です。子供？はい、複数人であなたのような迷い人を取り囲み、刃物などを用いて切りつけていきます。そうなんだ。さらにここにはスマイラーという暗闇で不気味に笑う生物などもいます。あれは目を合わせながら距離を取ったり、ライトなどの光源を投げ敵をそらせば安全に回避ができます。決して攻撃しようなどと考えては。それってあれのこと？はい、今の話は全て忘れていただいて結構でございます。あんまり知らないって言ってたのに、結構いろいろ知ってるんだね。あ、確かにそうですね。知らないはずなのですが。また嘘ついたの？はい、私はあなた様に嘘をつきました。茜でいいよ。私は茜様に嘘をつきました。茜でいいよ。一体何なのだここは。ここはやっぱり怖いところなのだ。すごく怖いところなのだ。お家に帰りたいのだ。誰か助けてほしいのだ。茜。誰なのだ。さっきからずっと誰かが僕のことを見てるのだ。きっと僕のことを見て笑ってるのだ。そうに違いないのだ。何なのだ。なんで床が光ってるのだ。でも、なんだか不思議なのだ。この光を見てると、とっても安心するのだ。いたたた。のだー。なんだかとっても心地がいいのだ。のだ。茜と葵なのだ。みんなも言うのだ。これはみんなで虫取りした時なのだ。すごく楽しかったのだ。ずんだ餅パーティーした時のなのだ。みんなでずんだ餅を手作りしたのだ。これも楽しかったのだ。ふれあい動物園にみんなで行った時なのだ。ここも確か。楽しかっただけの記憶が一つもないのだ。なんかもう見たくないのだ。それより気持ち悪いのがちょっと良くなったのだ。よくよく考えたらあんなに大量の高橋がこんなところにいるわけないのだ。あれは全部幻なのだ。こんなところ早く出るのだ。もう二度と来たくないのだ。あと高橋の顔も二度と見たくないのだ。高橋さん、ここで何してるの？いや、
俺はコンビニでおにぎりを買った帰りにドアが開いてたそんなことから気になっより大変なの。ずんだ虫さんとイタコさんとズンコさんがどこかに消えちゃって。え、そうなの？マジやばくね？あ、高橋さん、こんなところで何してるんですか？あ、いや、俺はコンビニに行ったそんなことより大変なんです。うんスンラモンとイタコ姉様とズン姉様がうんどこかに消えてしまったんです。それは今聞いたよ。マジやばくね？それで今さっき、あかねさんもみんなを探してくると言って、襖の中に消えてしまって。襖の中に消えた？それってどういう？ところで高橋さんはどうしてここにいるの？いやだからね、コンビニに寄った帰りにドアが開いてたから気になっそんなことより聞いてほしいの。3人を探しに行くって言って、お姉ちゃんまで襖の中に消えちゃって。それもたった今聞いたのよ。襖に消えたっていうのはところで高橋さんはなんでここにいるんですか？いやだからね、コンビニに寄った帰りにね、ここに来たんだよ。なんで来たんですか？ドアが開いてたからだってコン。ビニで何を買ったの？おにぎりだよ、おにぎりおにぎ何おり。にぎりを買ったんですか？鮭マヨ。あ、違う、ツナマヨ。鮭マヨなんて変なものあるの？あるよ。売ってないですよ、鮭マヨなんて。あったんだよ。過去に何度かあったんだよ。そうなんだ。意外と美味しいよ。鮭マヨ。それで高橋さんはなんお前ら頭でここに？マジやばくね？先生、さようなら。はい、さようなら。気をつけてくださいね。また一雨来そうですね。さようなら。はい、さような。あ、葵さん、何ですか？今日も曇っていますが、この時期に熱中症になる人は意外と多いみたいなので。だから水分はこまめに取るようにしてくださいね。はい、わかりました。最近は眠れるようにはなりましたか？何かあったら、私に何でも頼ってくださいね。なんと言っても、私は葵さんの先生なんですから。はい、気遣ってくれてありがとうございます。でも、大丈夫です。最近はちゃんと寝れているので、心配しないでください。そうですか。はい、それじゃあゆかり先生、さようなら。はい、さようなら。寄り道しちゃダメですよ。はあ。ゆかり先生、お疲れ様です。そろそろ雨が降りそうなので、もう中に入られた方がいいですよ。ゆかり先生、どうかされたんですか？私は、ダメ教師ですね。すみません。今なんて言いましたか？何でもありません。私たちも仕事を終わらせて、早く帰りましょう。さあ、頑張りますよ。ゆかり先生。今日は職員会議があるので早くは帰れませんよ。ああ。お姉ちゃん、どこに行っちゃったの？なんで帰ってこないの？お姉ちゃん。つるむきさん。それでね、いたこさんとずんこさんとずんだむしさんを助けるために、お姉ちゃんもどこかに行っちゃったの。もう1ヶ月も経つのに、全然連絡も取れないし、何度も襖の中に入ろうかと思ったんだけど、お姉ちゃんに絶対に入るなって釘刺されてるから。それに多分、行ったところで、きっとお姉ちゃんの迷惑になるだけだと思うから。ごめんなさい、つるむきさん。襖の中にお姉ちゃんが消えたなんて、変な話しちゃって。もう大丈夫だよ。傘、ありがとうね。今度返すね。それじゃあ。これ、私が唯一好きなプロテインバー。つるむきさん、なんで知ってるの？つるむきさん、私、辛いよ。寂しいよ。お姉ちゃん、もう二度と帰ってこないんじゃないかって。心配で、全然眠れなくって。お姉ちゃんがいなくなっちゃったら、私、つるむきさん。中止。自分から窓は危ないから近づかないようにって言ってたのに、なんで近づくの？申し訳ありません。窓に見えた人影に見覚えがあるような気がしてしまいまして。まあいいや。ところで、ここはどこなんだろう？また変な生き物がたくさん出る場所なのかな？いえ、ここには先ほどの場所のような危険な生物はほとんどいないはずです。ブラックアウトしていない窓だけは例外ですが。そうなんだ。それより、顔なしさんは何か飲み物は持ってない？いえ、顔なしは見ての通り口がないので、喉も渇かなければ空腹も感じません。なので顔なしは飲食物は所持しておりません。
そっか。飲み物をご所望でしょうか。そろそろ水筒の水がなくなりそうだから。それであればここはうってつけの場所でございます。私についてきてください。自動販売機だ。はい。この場所にはこういった自動販売機やウォータークーラーなどが点在していますので、飲み物に困ることはありません。そうなんだ。アーモンド、ウォーターって何？アーモンドウォーターはこの世界のほとんどの場所で手に入る非常に栄養価の高い飲み物でございます。この液体には糖質、タンパク質、脂質、そして人体に必要な各種ビタミンやミネラルも含まれており、これさえ飲んでいれば食事が必要ないほどです。さらにはこの世界に存在する危険な生物の一部を手なずけたり、また遠ざけたり、種類によっては病気の症状や精神状態を安定させたいと、まさに万能薬と言っても過言では。うちアーモンドちょっと苦手。それは致命的ですね。ホットエビフライジュースはないの？そのような冒涜的な飲み物は聞いたことがありません。じゃあ他の味は？そうですね。同じアーモンドウォーターでも苦味があるものや無味無臭のものもあるようですが、どちらも通常のものと違い有益な作用がある反面副作用もあるので、日常的に飲用するものではありません。申し訳ありませんが、ここは我慢して飲んでいただくしか。まあそう言わずに、飲んでいればそのうちになれるかもしれません。僭越ながらここは私がおごらせていただきますので。あれ？どうしたの？財布を持っていたはずなのですが、どうやらどこかで落としてしまったようです。ですがご心配なく、この場所にはウォータークーラーもありますので、そちらを探しましょう。叩いたら出てこないかな？ははは、何をおっしゃっているんですか。私を叩いても気痛の声しか出ませんよ。何の話？ここから出る方法がさっぱりわからないのだ。もう結構歩いてるけど、屋根裏部屋から下に降りる階段が見つからないのだ。時々床に穴は開いてるけど、どれもこれも降りられそうもないのだ。早く出たいのだ。ドアがあるのだ。なんで屋根裏部屋にドアがあるのだ。反対側には何にもないのだ。このドアは何なのだ。何の意味があるのだ。いや、きっとこれにも何か意味があるのだ。考えてもみるのだ。ここは食べ物が急に腐ったり、大量の高橋の幻覚を見たりするとっても不思議な場所なのだ。それに、この場所にはコンクリートに開いた穴を通ったらたどり着いたのだ。しかもその穴はすぐに消えちゃったのだ。ということは、このドアを開けたらまた別の場所に繋がっている可能性が非常に高いのだ。今までの経験から考えて、次にたどり着く場所は、そう。このドアを開けたら、わかるのだ。QOL。Quality of life。証明完了。決まったのだ。よし、早速行くのだ。なるほど。ご友人の家族が2人と、ズンラムシさんというペットがこちらへ迷われてしまい、その方々を捜索するために、あかね様もこの場所へいらしたのですね。そうだよ。皆様無事だと良いですね。私も確か、人を探しにここへ来たのですよ。そうなの？ええ、確か私の大切な。私はなぜ、ここにいるのでしょうか。知らない。肝心なところがどうしても思い出せません。申し訳ありません。今の話は忘れてください。ところで、ウォータークーラーがある場所にはまだ着かないの？もう少々お待ちください。それにしても、妙ですね。妙？いえ、この場所はとても安全なので、人間が複数の組織を作って住んでいるはずなのです。ですが、不自然なほど人の気配がしません。そうなの？はい、これだけ歩き回っていれば、誰かと会ってもおかしくはないはずなのですが。待ってください。誰か近づいてきます。何だった？少し挙動がおかしいですが、人間のようです。武器を携帯しています。下手に刺激するような真似をしてはいけません。私が話をしてきますので、そこで少々お待ちいただけますか。顔なしさんがそのまま出ていくのは大丈夫なの？あ、確かにそうですね。何か顔を隠せるものがあれば良いのですか。それならいいもの持ってるよ。止まれ！そこにいるのは誰だ！私は君に危害を加えるつもりはない。武器も持っていない。だからどうかその銃を下げてくれないか。なんだお前は！そのお面はなんだ！ふざけているのか！すまないが、事情があってこれは外せないんだ。だが、私は決してふざけてなどいない。どうか私を信じてほしい。そんなことはどうだっていい！お前は
している。なぜこんなところにいる？ああ！そんなに一度に質問されても答えられない。ここは安全な場所だ。どうか落ち着いてくれないか。もういい！俺はここから出るんだ！出口はどこだ？深呼吸してくれ。一旦リラックスするんだ。あいつらとは一体誰のことなんだ？あいつらは俺の仲間を！俺を助けてくれた仲間たちよ！おい待て！お前の後ろにいるのは…後ろ？面白そうなもの持ってるね。そのおもちゃ。ちょっと見せてほしいな。やろ。あ、出てきてはダメではありませんか。暇だったから。申し訳ありません。この子は私の、その、娘でして。もういないよ。あ、せっかく人に会えたと思ったのに。ところで、あいつらが来ると言っていましたが、彼は一体何に怯えていたのでしょうか。落とし物だ。この場所に人がいないことと何か関係があるのかもしれませんね。茜様、もしかするとこの場所はもう危険かもしれません。急いでウォータークーラーを探してここから。野田、やっと出られたのだ。変な部屋だったのだ。部屋にあったドアが、なんだっけなのだ。まあとりあえず出られたからよしとするのだ。ところで、ここはどこなのだ？お外に出られたのはいいけど、どこかわからない場所なのだ。お家までの帰り道を誰かに聞かないと帰れないのだ。野田。この道をたどれば、きっと誰かに会えるのだ。でも右と左、どっちに行こうかなのだ。こういう時はあれなのだ。よし、こっちなのだ。僕は絶対にお家に帰るのだ。おもちゃかと思ったけど、本物だったんだ。顔なしさん、顔のそば打っちゃってごめんね。顔なしさん。申し訳ございません。少々意識を失っておりました。そんなに怖かったの？いえ、そういうわけではありません。どうかお気になさらず。そっか。じゃあ行こうか。茜様。どうしたの？大変恐縮なのですが、一つ、茜様にお願いしたいことがあります。よろしいでしょうか？何？先ほどの発砲を日に一度やっていただくことは可能でしょうか？見せてくれるならいいよ。何をお見せすればよろしいでしょうか？中身。お姉ちゃん、今、迎えに行くからね。ふっふ。あら、またずんだ餅を作りすぎちゃったわ。私はずんだ餅は1日に5キロまでって決めてるから、全部は食べられないしな。あ、そうだわ。いとこ姉様とキリタンにも食べてもらいましょう。いとこ姉様、キリタン。またずんだ餅を作りすぎちゃったんですの？だんだん楽しくなっちゃって。もう、すん姉様は本当に仕方がないですね。ずんだ餅がない。どこにもない。そんな、一体誰が？すん姉様、いとこ姉様、こんなところにこんなものが。ずんこの大切なずんだ餅は僕が全部いただいたのだ。ごちそうさまなのだ。怪盗 Z。ふっふっふ。今日のずんだ餅も格別だったのだ。僕は怪盗 Z。ずんだ餅を狙うずんだ餅泥棒なのだ。時に静かに、時に華麗に、そして時に大胆にずんだ餅を盗んでいくのだ。誰かがずんだ餅を作った時、それはもう僕のお腹の中なのだ。さてと、次は誰のずんだ餅を盗もうかなのだ。こんなところにずんだ餅があるのだ。しかしどう見てもこれは罠なのだ。こんなあからさまな罠に僕は引っかからないのだ。よし、このずんだ餅を盗むのだ。僕は絶対に捕まらないのだ。なぜなら僕は怪盗だからなのだ。この世のずんだ餅は全て僕のお腹の中なのだ。出会え。かかったら怪盗
野田、お姉ちゃん様、この悪党をどういたしましょう。晒し首にしよう。合点承知の助。野田、この者悪党につき、町民は一人一日一回のビンタを義務とする。痛いのだ。もうやらないから許してほしいのだ。ごめんなさいなのだ。もう泥棒はゴリゴリなのだ。野田、あれ、ここは。そうだったのだ。僕は疲れたから休もうと思って。多分そのまま寝ちゃってたのだ。なんだかすごく嫌な夢を見た気がするのだ。ヘブ。痛いのだ。野田。ゾウさんなのだ。でも随分と小さいゾウさんなのだ。あ、もしかして寝てる間に僕のこと叩いてたのだ。なんてことするのだ。まったくゾウさんのせいでひどい夢を見たのだ。あ、でもごめんなのだ。ちょっと強く叩いちゃったのだ。大丈夫。それはよかったのだ。で、僕の声、聞こえるの。のだ。別に普通に聞こえるのだ。何かおかしいのだ。声が聞こえる人あったの。初めて。そうなのだ。きっとそれは僕が特別だからかもしれないのだ。ご主人は特別。そうなのだ。僕は特別なのだ。のだ。今ご主人って言ったのだ。ご主人、何か命令して。違うのだ。僕はゾウさんのご主人じゃないのだ。命令なんてしないのだ。特別なご主人、命令して。不不運なのだ。僕は特別なご主人様なのだ。崇め立てまつるのだ。特別なご主人。あ、そうなのだ。命令はよくわからないけど、ゾウさんに聞きたいことがあるのだ。聞いてもいいのだ。いいよ。やっぱりうちはアーモンド苦手だな。申し訳ありませんが、しばらくはそちらで我慢してください。それにしても、良好でした。先ほどの男性が落とした財布がまさか私の財布だったとは。そうだね。そういえば、こういうコインも袋に入れれば武器になるんだっけ。コインや小石、または砂などを靴下や袋などに詰めて振り回すと立派な凶器になる。正式にはブラックジャックと呼ばれているものですね。紙ですが、あれは見た目以上に高い殺傷能力があります。顔なしさんは詳しいけど使ったことがあるの？ええ、あれは私の人生の中での5本の指に入るほど刺激的な体験でした。そうなんだ。まさかあそこまで強い痛みだとは思いませんでした。使われた側なんだ。顔なしさん、お金余分にもらってもいい？ええ、構いませんよ。顔なしさん。失礼しました。どうぞ。ありがとう。じゃあ、行こうか。はい。茜様はとてもお優しいのですね。そんなことないよ。母、ご謙遜の。ところでブラックジャックを作ってみる気はありませんか？ないよ。じゃあ、やっぱりこの近くに人はいないのだ。うん。遠くにもいないのだ。いないよ。のだ。わかったのだ。自分で探してみるのだ。ゾウさん、どうもありがとうなのだ。バイバイなのだ。のだ、なんでついてきてるのだ。ご主人は僕のご主人だから。違うのだ。僕はゾウさんのご主人じゃないのだ。一緒に来てもゾウさんに食べ物も飲み物も分けてあげられないのだ。僕は光がご飯。ご主人と同じもの食べない。そうなのだ。なんか植物みたいなのだ。でも、一緒にいたらゾウさんが危ない目に遭うかもしれないし、それに、お家に連れて帰ったら茜になんて言われるかわからないの。特別なご主人についていくのダメ。よーし、この特別なご主人についてくるのだ。何も心配はいらないのだ。不運なのだ。特別なご主人。ゾウさん、僕についてくるのだ。うん。ああ。あれが。ララララララ。寒いのだ。なんで僕たちは雪山にいるのだ。ご主人が言ったから。ここに案内したのはゾウさんなのだ。僕のせいじゃないのだ。ご
ご主人が食べ物の話したのだ。細かく砕いた氷に甘い蜜のかかった食べ物の話した。かき氷のことなのだ。ご主人食べたいって言った。氷がたくさんある場所に行きたいって言った。連れて行ってって言ったのだ。だから僕はここに案内した。僕のせいなのだ。謝ってごめんなのだ。いいよ。まずいのだ。このままだと凍え死んじゃうのだ。何か体を温める方法はのだ。凍った湖なのだ。そうなのだ。ここでアイススケートをすれば体が温まるのだ。ゾウさんも一緒にやるのだ。トリプルアクセルするのだ。ご主人かっこいい。ご主人かっこ悪いのだ。アイススケートで転んだらすりむいちゃったのだ。ヒリヒリするのだ。ご主人大丈夫。ちょっとすりむいただけだから大丈夫なのだ。ゾウさんも大丈夫なのだ。寒いけど平気。それはよかったのだ。でも外は吹雪だし、これからどうしようなのだ。奥には行かない。真っ暗で怖いから嫌なのだ。わかった。とりあえずこの吹雪が止むまではここにいるのだ。きっとすぐに止むのだ。茜様、ついてきていますか？でも、真っ暗で何も見えない。顔なしさんは大丈夫なの？ええ、私はもともと根がありませんので。そうなんだ。ですが危険ですので、できるだけ私からは離れないようにしてください。今なんか変な音しなかった？いえ、気のせいかと。さあ、私の後ろについてきてください。本当に気のせい？茜様、こちらから何か音が聞こえます。ついてきてください。階段があります。足元にご注意を。明るい。ここはどこだろう？どうやらどこかの部屋のようです。何が起こるかわかりません。茜様、十分に注意してください。頭大丈夫そう？ええ、癖になりそうです。よかったね。何か使えそうなものはないかな？茜様、こちらへ来ていただけますか？どうしたの？ご覧ください。これは海？どうなってるんだろうこれ。見ていてください。なるほど。ドアから先の重力の方向が違うんだ。ご明察の通りでございます。万が一、足を滑らせでもしたら戻ってこられなくなります。お気をつけください。そうだね。でも、見たところ出口はここしかないし、暗いところから戻るしかないのかな。それならば私がまた先導いたします。ぜひとも私めに、この私めにお任せを。ちょっと黙っててもらえる？イエスナム。どうかされましたか？今、水の中で何か動いた気がして。魚か何かでしょうか？顔なしさん、下がって。顔なしさん大丈夫？ああ、大丈夫でございます。おい、てめえら海に物を捨てるんじゃねえよ。食っちまうぞ、肉ども。申し訳ありません。あなたが住んでいるとはつゆ知らず、この件に関しては私たちに非があります。大変申し訳ございません。やんのかこのメダカ。茜様、申し訳ございません。私の名前はモブ、顔なしと言います。この子の名前はいい心がけだな。だがてめえらの末やらなやらなれそめやらあらすじだかそんなものにはみじんの興味もねえ。これ以上この俺をイライラさせるな。そうですか。では、あなたのことは何とお呼びすればよろしいでしょうか？興味がねえ。好きに呼べない。じゃあサコメダカさんね。人間どもは俺のことをタイニーと呼んでいる。だからタイニーと呼べ。見事その名前で呼ぶん。ザーコ。茜様。よーし決めたぜ。てめえだけは絶対にぶっ壊せ。2点ほど伺いたいことがあります。よろしいでしょうか？人の気分を害しておいて質問するたい度胸してんじゃねえか。気に入った。答えてやれ。感謝いたします。では先ほどの投げ合いをもう一度やっていただくことは可能でしょうか？なんだお前。いやマジでなんだお前。申し訳ございません。間違えました。私たちは人を探しているのですが、頭から狐の耳を生やした銀髪の女性と、頭から枝豆のような耳を生やした子供と、緑の髪色の頭のお怒りになった女性を見かけていませんか？まるで動物園から逃げ出してきたようなラインナップだな。そいつらはお前らの何なんだ？茜さん。いえ、
この子のご友人方なのです。なるほどね。友達を探してここまでたどり着いたってわけか。まあいずれにせよそんなキャーの濃い奴らを見かけてたら忘れるわけがねえな。俺は記憶力はいいんだ。見てね、聞いてね、食ってね。これが一つ目の質問の答えだ。そうですか。二つ目の質問なのですか。ここから脱出する方法はありますか。ああ、もちろんあるぜ。本当ですか。その方法を教えていただけますか。簡単だ。お前らの正面にあるその海、俺が使っているこの海、そこへ飛び込めない。それは一体どういう。もっとわかりやすく説明した方がいいか。お前らが海に飛び込んで俺に食い殺される。お前らはこの地獄から脱出することができて俺は腹を満たす。ウィンウィンだろ。申し訳ありませんが、その条件を飲むわけには参りません。そうか。じゃあどうせんだ。そこでおとなしく餓死するのを待つのか。ちなみにだが来た道を戻ることはできねえぜ。いえ、私がこの命に変えてでもあなたを倒してこの子を脱出させます。ははは、面白い冗談を言うなお前。お前らは本当に面白い生き物だな。本当に。バカは見ていて飽きねえ。豚は見ていて飽きない。豚じゃねえや。なんだ豚は見ていて飽きねえって。ただの豚好きじゃねえか。養豚家か。すみません、それはどういう意味でしょうか。黙ってよ豚野郎。ありがとうございます。殺すぞ。お前ら人間は自分たちのことを優れた生き物だと思っていやがる。よく覚えておけ。その全能感は全て錯覚だ。まやかしだ。勘違いだ。お前ら人間はなんで濡れていると思う。それは弱えからだ。一人では何もできない。爪もない。牙もない。力もない。お前らはただの肉だ。ただの豚。しゃれんな。豚メダカさん。おめえも黙って。後メダカって言うのやめろ。殺すぞ。そもそもやってみろこのメダカ。話が進まねえからいちいち煽ってくんな。もうメダカでいいから。そもそも大人のお前がいなくなったらそのガキはどうすんだ。こんなところにガキ一匹残してどうなるかなんて想像に難くないだろ。それはさっきてめえは出口はどこかって聞いていたが、俺が言ったことは半分事実だ。出口は俺が言う直下。この海の底に向かって行ってちょうど光が届かなくなる場所にある。安心しろ。水面付近で一呼吸でもすれば30分は息が持つらしいぜ。ほら、ここから出たいんだろ。取り込んでこいよ。もっとも、てめえが自分自身のバリューに後悔する前に俺が食い越してやるから。話が長い。茜様。ほら、顔なしさん行くよ。行くとはどこに。今、ザコブタメダカさんが教えてくれたでしょ。海の中に出口があるって。あ、茜様。茜様。そうさ、吹雪はまだ収まらないのだ。ご主人、大丈夫。こんなのへっちゃらなのだ。僕は特別なご主人なのだ。ゾウさんこそ平気なのだ。僕は平気。それは何よりなのだ。ご主人、多分この吹雪止まない。奥に行った方がいいかも。帰るのだ。僕はお家に帰るのだ。ご主人、この道を進めばお家に帰れるのだ。みんなに会えるのだ。茜、僕は頑張ったのだ。今日はずんだ餅がいいのだ。ご主人。そうなのだ。ゾウさんもずんだ餅食べてみるのだ。きっと気に入るのだ。きっと。のだ。あれ、ここはどこなのだ。船の上なのだ。のだ。お姉さんは誰なのだ。ここはどこなのだ。無視されたのだ。真っ黒な川なのだ。ここはきっとあれなのだ。三途の川なのだ。人は死んじゃったら三途の川を渡るって言った
親子が言ってたのだ。僕はきっとあの洞窟で僕はもうお家に帰れないのだ。最後にみんなに会いたかったのだ。ご主人、野田。あ、ゾウさんなのだ。ゾウさんも死んじゃったのだ。ごめんなのだ。全部僕のせいなのだ。死んでない。わかってるのだ。現実を受け止めたくない気持ちは苦いほどわかるのだ。でも安心するのだ。僕とゾウさんは最後まで一緒な。また叩かれたのだ。死んでもろくな目に遭わないのだ。僕の人生は最後までこんなだったのだ。痛いのだ。野田、なんで死んでるのに痛いのだ。ご主人、死んでない。あと苦いほどじゃなくて痛いほど。そうなのだ。じゃあここはどこなのだ。洞窟の先の場所。お金渡したら乗せてくれた。ゾウさんがここまで運んでくれたのだ。そうだよ。ゾウさん、ありがとうなのだ。あ。ご主人、豆臭い。泳げないのにどうして飛び込んだりしたのですか？忘れてた。まったく心配させないでください。ごめんごめん。それにしてもあなたが出口まで連れて行ってくれることになるとは思いませんでした。一体どういう風の吹き回しでしょうか？ああ、さっきは威圧的な態度をとってすまなかったな。俺は水中以外にはほとんど目が見えねえんだ。それでさっきこいつが落ちてきた時に水中でこいつの顔を見た。それで気が変わった。こいつは何も知らねえみてえだが、俺らお前らを襲わねえし食わねえ。そういう協定だ。そういう契約だ。契約、主人、ご主人様。もしやあなたもあ、道理で都合を割いていらっしゃる。なんかわかんねえけど多分勘違いだな。いいのですよ、隠さなくても。にっこり。やっぱこいつだけ食っちまおうかな。ところでその契約とは一体どなたと？もう質問には答えねえ。ほら、もう行くぞ。お前も早く捕まれ。元人間。ちょっと待って。お姉さん、ありがとうなのだ。結局最後までお話はしてくれなかったのだ。でもここまで連れてきてくれたし、きっといい人なのだ。さてと、今度はどこに着いたのだ。なんかあれなのだ。全体的に青いのだ。ゾウさん、気をつけるのだ。また変なところかもしれないのだ。慎重に探検する。野田。お姉ちゃんなんか大嫌い。もう顔も見たくない。お姉ちゃんのわからずや。エビフライバカ。キュートピンク。かわいいの暴力。あれ、葵さん、こんなところに一人でどうしたんですか？キリタンと高橋さん。いや、待って、そこでたまたま会っただけだから、何もしてないし何かするつもりもないから。それで、葵さんはどうしてこんなところにいるんですか？茜さんは一緒じゃないんですか？お姉ちゃんと喧嘩しちゃって。珍しいですね。お二人ともいつも仲がいいのに、喧嘩の話なんて初めて聞きました。確かに。一体どうして茜さんと喧嘩なんてしたんですか？言わない。どうせそんなくだらないことで喧嘩したんだって笑われるもん。そんなことないですよ。客観的に見て、どんなに些細なことでも本人にとってはとても大切なことだったりしますから。それを笑ったりするほど私は無粋ではありませんよ。本当？ええ、信じてください。目玉焼きには醤油かソースどっちをかけるのかで喧嘩に。それはさすがにくだらない。何言ってるんですか高橋さん。目玉焼きに醤油かソース、はたまた塩をかけるかどうか。これは場合によっては死人が出ますよ。たった今でそうなんだけど。ちなみに葵さんと茜さんはそれぞれどちらをかけるんですか？お姉ちゃんがソースで、私は醤油で。葵ちゃん醤油派なんだ。
てっきりそこにチョコミントアイスとか添えちゃうのかと思った。もう、バカにしないでよ。チョコミントアイスはデザートなんだから、さすがの私でも一緒には食べないよ。そうですよ。さすがに偏見が過ぎますよ、高橋さん。そうだよね。ごめん。私は醤油をかけた後に、ミントの葉をそっと乗せるの。生前食べ物関連で相当な悪さをした人間が地獄で受ける拷問でしょ、こんなん。ダメですよ、高橋さん。人の思考をバカにしては。いやでもちょっとこれはさすがに。そんなに言うなら高橋さんは何をかけるの？俺はマヨネーズかな。目玉焼きにマヨネーズかける人なんているんですか？目玉焼きの黄身が隠れるほどミント乗せる人間よりはマイノリティじゃないだろ絶対。キリタンの家はどうなの？私の家では、私が醤油派で、あといた子姉様はお塩で、ずん姉様は狂ったようにずんだを塗ってます。なんで身内のずんだ狂いは良くて他人のマヨネーズはダメなんだよ。ずんこさん相変わらず味覚がちょっと変だよね。は？それで、キリタンの家では喧嘩になったこととかはないの？もちろんありますし、目玉焼き以外でも喧嘩することはよくありますよ。そうなんだ。そういう時ってキリタンはいつもどうしてるの？そうですね。大抵は自分の期待通りにいかなかったことに怒ってる場合が多いので、自分から謝りますが。期待？これは他人の受け売りなのですが、そういう喧嘩もそうなんですけど、大抵の場合、相手が自分の期待通りに動いてくれなかったことの原因というのがとても多いんです。そうなの？はい。自分が目玉焼きには塩をかけて食べるのが普通だと思っていたのに、相手がおもむろに変なソースをかけて食べ始めたらびっくりしますよね。びっくりする。驚くということはいい意味でも悪い意味でも期待を裏切られたということなんです。確かに。でも、他人がそれをやっててもちょっと驚くだけで裏切られたってほどの気持ちにはならない気がする。そうですね。では、相手が家族だとどうですか？ちょっと感じ方が変わりませんか？やめてほしいなって思っちゃうかも。そうですよね。それは家族が自分の一部だからです。自分の一部？家族というのは自分の生活の中に存在しているものです。人は自分の生活の中にあるものを無意識に自分の一部だと思ってしまいます。相手が家族だとそれだけで期待はとても強くなります。自分の一部には自分の期待通りに動いてほしいと思ってしまうものです。だから、家族に対する期待は自然と大きく強くなってしまうんです。ですが、家族とは言ってもやっぱり違う人間です。自分の期待通りに動いてくれることなんてほとんどありません。姉妹で長女は運動が苦手なのに次女は運動が得意。そんなことはよくある話です。得意不得意が違うように、味覚もそれぞれ違います。お互いにそれぞれの違いを受け入れて、相手のことを尊重することがきっと大切なんです。じゃあ目玉焼きにマヨネーズは？それはちょっと。なんでやねん。違いを受け入れる。期待しちゃダメってことなのかな？いえ、私は期待してもいいと思います。きっと違う人間なんだって割り切って期待しない方が楽なんだとは思います。家族だからどうこうってわけではないんですけど、そういうのはちょっと、寂しいなって思うんです。なんでよ。どうしてミント乗せて食べちゃいけないの？乗せてもいいけどさすがにその量は多いかなって。美味しいからいいじゃん。お姉ちゃんだってソースかけて食べてるくせに、ソースなんかよりミント醤油の方が絶対に美味しいもん。でも最近青いお腹の調子がって、もういい。お姉ちゃんなんか大嫌い。私、お姉ちゃんに謝りたい。そういえばお二人とも明日誕生日じゃないですか。プレゼントはもう決まってるんですか？まだ、本当は今日買いに行くつもりだったの。そしたらプレゼントを渡して、その時に謝るのはどうですか？それいいかも。何をプレゼントしたらいいと思う？そうですね。文房具とかキーホルダーはどうですか？値段もお手頃ですし、最近は可愛いものがとても多いですよ。どっちもいいね。キーホルダーもいいけど、文房具なら長く使ってもらえるよね。確かにそうですね。いたこ姉様なんか、私が小さい頃にあげたリンゴのペンを未だに使ってるんですよ。そうなんだ。よければお買い物、ご一緒しますよ。行こう。ああ、じゃあ俺もついていっちゃおうかななんて。違うって、保護者としてだから、死ぬから、社会的に死ぬからやめて。結局キーホルダーにしちゃった。選ぶのに時間がかかって、ちょっと遅くなっちゃったな。どうしよう。帰ったらすぐに渡しちゃおうかな。でもちゃんとお誕生日に渡したいしな。お姉ちゃん、喜んでくれるといいな。葵。あれ？ここはどこ？なんで私縛られてるの？やっとお目覚めかな？おじさんは誰？この紐をほどいて。誰か助けて。騒ぐな。残念だけどお家にはまだ帰れない。もうしばらくそこにいてもらうよ。
私のことをどうするつもりなの？さて、どうするつもりだろうな。もしかして、おじさん、私の体が目当てなんでしょ？はあ？何言ってんだ。そんな言葉一体どこで覚えてくるんだか。そもそも俺の好みは大人の色気な漂うグラマラスな。私を暗い地下とかに閉じ込めて労働力として死ぬまでこき使うつもりなんでしょ？ああ、そっちね。危うくおじさんの性癖を痛い気な子供に暴露するところだったわ。ふう、危ねえ危ねえ。まあ、そんなどこぞの闇金みたいなことはしないさ。おじさんは差し詰め誘拐犯ってところから。何のために私を誘拐したの？お嬢ちゃんを人質にして身代金をいただこうと思ってね。身代金？うちにはおじさんにあげるほどのお金なんてないよ。ないと言っても叩けばちょっとくらいは出るだろう。ほら、さっさと家の電話番号を教えるんだ。お家に電話は置いてないもん。じゃあ親の携帯の番号は？レインしか使わないから番号なんてわからない。電話1個目。それは私の携帯。返して。ダメだ。ほら、さっさとパスワードを教える。なんだこれ。肌色？それは私のお姉ちゃんの肌だよ。綺麗でしょ？ああ。そんなことはどうでもいい。パスワードを教えるんだ。パスワードなんて教えるもんですか？そもそもこの時代にスマホをパスワードで開く人なんていないんだから。顔認証か。じゃあスマホに顔を向けよう。そんな風に言われて顔を貸す人がいるもんですか？絶対に開けさせないんだから。もう、少しでいいからその可愛らしい顔をこちらへ向けてくれないかい？ちょっとだけなんだからね。はい、ありがとさ。この卑怯者。青いっていうのか。まさに縄体を表すって感じだな。お母さんとかお父さんってのだないな。おい、レインのどれだ？教えろ。いないもん。あ？お父さんのお母さんもいないもん。お兄ちゃんと私の2人だけだもん。なんか訳ありなのか。まあいい。じゃあ保護者がいるだろう。保護者の連絡先を教えろ。どうしよう。黙ってたら何されるかわからない。助けを呼ばなきゃ。でも、誰を呼べば、お姉ちゃんにはこれ以上迷惑かけたくない。おい、早く教えろ。むきさん。鶴むき？変わった名前だな。お、これだな。よし、ちょっと黙って待ってろ。ああ、もしもし？お前のところの葵ちゃんは預かった。返して欲しければ明日の朝までに1000万円用意しろ。受け渡し場所は？おい、聞いてるのか？通信障害か。いや、アンテナは立ってるな。どういうことだ？その人、言葉でコミュニケーション取らないから。普段何でコミュニケーション取ってんだ？肉体？ぶつかり合ってんのか？まあいい。おい、聞こえてるんだろ。分かったら明日の朝までに1000万だ。車も用意しよう。場所はボイロ工業団地内の廃工場の出入り口だ。警察に通報したらどうなるか分かってるな。それじゃあな。さて、お嬢ちゃん。おじさんと朝まで雑談でもしようか。俺がどれだけ身を粉にして働いたとも知らねえで、簡単に切り捨てやがって。そうなんだ。リストラされて、奥さんと子供に逃げられて。この年だから再就職先もなかなか決まらなくてな。ストレスで毎日のように焼け酒を煽って、しまいにはギャンブルにまで手を出しちまって。気がついたら借金まみれだ。うちの息子は今年小学生になるんだけどな。ランドセル一つ買ってやれやしねえ。本当に情けねえよ。そんなことないよ。おじさんは今はちょっとだけ休憩してるだけなんだよ。そんなに思い詰めなくていいんだよ。あ、そうだ。これ、お嬢ちゃんが大事に抱えてたもんだけど。それはお姉ちゃんの誕生日プレゼント。そうだったのかい。捨てなくてよかった。お姉ちゃん、誕生日はいつなんだい？明日だよ。双子だから、私も明日誕生日なの。そうなのか。葵ちゃん、お姉ちゃんのことは好きかい？大好き。そうか。おじさん？おじさんが自首することにしたよ。自首してちゃんとお勤めして、まっとうに働いて借金も全部返す。そしたら嫁と息子に謝りに行くよ。おじさん。まあ、何年先になるかわからないけどな。その頃には嫁もしわしわのおばあさんだろうな。おばあさんでもいいじゃん。おじさん。グラマラスで大人の女性が好きなんでしょ？母、そうだな。さあ、もう暗いし家まで送っていくよ。ありがとうおじさん。何？あ、
ここは奇跡的に電気が通ってただけだから、いつ電気が切れてもおかしくは。なんだ？何の音だ？誰かいるのか？一体何が起きてるの？そういえば聞いたことがある。この廃工場は女性が機械に巻き込まれて亡くなって、その日を境に事故が多発して、そのせいで閉鎖したって。じゃあまさかその女性が？はは、まさかそんなことがあるわけ。見つけた。助け。鶴巻さん、お姉ちゃんまで、どうしてここにいるの？鶴巻さんから連絡もらって、無事でよかった。さあ葵、一緒にお家に帰ろう。お姉ちゃん。ごめんなさいお姉ちゃん。今朝はお姉ちゃんのこと、大嫌いなんて言っちゃって。うちこそごめんね。葵の気持ちを分かってあげられてなかった。お姉ちゃん、でもミントはしばらく禁止ね。じゃあせめて炊き込みご飯は一生禁止。はい。これは？それはお姉ちゃんの誕生日プレゼントだよ。ちょっと早いけど、お姉ちゃん、お誕生日、おめでとう。ありがとう。葵も。お誕生日、おめでとう。ありがとう、お姉ちゃん。お姉ちゃん。また昔の夢を見ちゃった。ねえ、私どれくらい寝てた？2時間くらいかな。待ちくたびれたよ。寝ないでフラフラするよりマシでしょ。まあね。ねえ、本当にこの道で合ってるの？おそらく。そう。ならいいんだけど。お姉ちゃんは絶対にどこかで生きてるはず。だって、私のお姉ちゃんだもん。お姉ちゃん、私、お姉ちゃんのこと。期待しちゃっても、いいよね。高橋です。高橋、なんでこんなところにいるのだ？というか、なんで地面に突き刺さってたのだ？高橋です。知ってるのだ。野田、困ったのだ。さっきから高橋ですしか言わないのだ。もしかしてこれも僕の幻覚なのだ。僕にも見えてる。野田、じゃあこの高橋が幻かもしれないのだ。ゾウさん、ちょっと攻撃してみるのだ。わかった。高橋です。高橋です。高橋です。本物っぽいのだ。でも、これが本物の高橋なら、なんでこんな変になっちゃってるのだ。ここで一体、何があったのだ。野田、ゾウさん、どうしたのだ。しっかりするのだ、ゾウさん。野田。ここは一体？おはよう。茜様。ずっと起きないから死んじゃったのかと思った。心配をおかけして申し訳ありません。何分潜水時に空気を十分に取り込まなかったもので。そんなことより茜様、ここは一体どこなのでしょうか。あと、後ろにあるそれは一体？どこかはわからないけど、ザコメタカさんが連れてきてくれた場所だよ。変なのがたくさん出てくる場所みたい。もう飽きちゃった。そうですか。どうやらここは危険な場所だったようですね。となれば、早急にここから脱出する必要がありますね。そうだね。ここも暗いので私が先導いたします。茜様、足元にお気をつけてついてきてください。了解。やっぱりうちが前歩くね。申し訳ございません。十分に注意はしているつもりなのですが。別に大丈夫だよ。なぜかわかりませんが体が勝手に引き寄せられてしまって。別に大丈夫だよ。うちからあんまり離れないようにしてね。お手数をおかけします。茜様。何？ここへ来る前にタイニー様がおっしゃっていたことを覚えていますか？契約がどうというお話でしたが。覚えてるよ。茜様、何か心当たりはありますか？ないよ。そうですか。それでその話に関係しているかどうかわかりませんが、私は茜様に一つお伝えしていないことがあります。また隠し事してたの？いえ、隠しているつもりはなかったのですが。私は以前、茜様にお会いしたことがあります。どういうこと？
あいえ、実際には後ろ姿を見たという程度の話なのですが、茜様と同じような背格好で、茜様と同じようなとても特徴的な髪色をしていたもので、もしかしたら他人の空にということもありますが。それはいつ頃の話？そうですね。このような場所では日付の感覚はあまり当てにはなりませんが、体感的には半年ほど前のことでしょうか。茜様とお会いするよりもかなり前のことです。茜様、どうかされましたか？この笑い声は。茜様、気をつけてください。おそらくチャイルドフェイスリングです。彼らは非常に好戦的で、刃物などを用いて切りつけてきます。茜様と一緒にいる私も例外ではないでしょう。茜様、あそこにいます。注意してください。彼らはほとんどの場合2、3人ほどで行動しています。前に気を取られていると後ろから急になんてこともあり今考え事してるから邪魔せんといてもろて。まったく。ほら、カオナシさん行くよ。キリがないからここから早く出よう。カオナシさん。助けてくれてありがとうなのだ。僕一人だったらゾウさんを運べなかったのだ。問題ありません。来客はいつも歓迎しています。話し相手がいることはとても嬉しいことです。あなたのことはズンダモンさんとお呼びすればよろしいですか？そうなのだ。僕はズンダモンなのだ。僕でよかったらいくらでもお話し相手になるのだ。ありがとうございます。そう言っていただけると助かります。ところで、高橋がなんでこうなってるのか知ってるのだ。ああ、その方でしたらあなたがここへ来る少し前にここに来たのですよ。来客は久しかったので、危機としてお迎えに行ったのですが、私の姿を見るなり逃げてしまわれて、その後のことはよくわかりませんが、この方はもともとこうではないのですか？まあでも大体こんな感じなのだ。そうですか。でしたらあなたが来てくれて本当によかった。僕もとっても嬉しいのだ。この場所に来てからお話できたのは、ゾウさんと鎧さんだけなのだ。鎧さんですか。それは何よりです。ところでこの場所には怖いやつは出ないのだ。危なくないのだ。ええ、この場所には危険な生物も出てきませんし、とても安全ですよ。あなたが私の話し相手になってくれている限りは。のだ。それはどういう意味なのだ？着きました。ここが私の住んでいる場所です。外だ。ここに来て初めて外に出れた気がする。カオナシさん、この場所はどんなところかわかる？そうですね。来たことがあるような気もしますが、ないような気もします。わからないってこと？訪れたことがあるとは断定することはできません。何かきっかけがあればまた思い出せるかもしれませんが、申し訳ありません。大丈夫だよ。ですが何でしょう。先ほどいた場所よりも嫌な感じがします。頭の奥の方がツンとするような。茜様、こちらへ来てください。どうしたの？茜様、遠くに何か見えます。何でしょうか。巨大なボールのような。あれは一体。こちらに向かってくるようです。茜様、隠れましょう。どうやら言ったようです。あれは一体何だったのでしょうか。人間のあれにしか見えませんでしたが。そうだね。戻ってくるかもしれないから、もう少しここにいようか。おや、珍しいですね。いつもの茜様であれば積極的に排除しに行くと思いましたが。いえ、出過ぎた発言でした。申し訳ありません。どうかお許しく。さっきのところで遊びすぎてちょっと筋肉痛だから。若さですね。そうしましたらもう少しこの場所で休憩しましょう。私は何か使えそうなものを探してきます。茜様はそちらで休んでいてください。何かあったら呼んでね。はい。口かけていますか。一見すると普通の家のようですね。家電類がどれも動作していないところを見ると、電気は来ていないのでしょう。私も少し休憩をいただきますか。それにしても、茜様は一体何者なのだろうか。外見は少女にしか見えないが、この状況に全く動じていないどころか、楽しんでいるように見える時すらある。一体どんな経験をしていればあの年であのようになるのだろうか。いずれにせよ、あの方が味方でよかった。それに水中へ潜る直前にタイニー様が言っていた、元人間という言葉。私の財布の中に入っていたこの写真。
そして断片的な私の記憶。これらから察するに、やはり私は、あれは、これは、オパールのイヤリングでしょうか。放置されていたにしてはひびもなく、状態がいいですね。何かの役に立つかもしれませんが、何でしょう。とても嫌な感じがします。せやなー。そやなー。それなー。あれなー。鎧さん、ソウさんは大丈夫なのだ。多分大丈夫です。ここへ来た道の話を聞いた限りだと、日照不足が主な原因ではないかと思います。この場所の空には星はありませんが、多少の光はあります。時間はかかるかと思いますが、しばらくすれば回復するでしょう。そうなのだ。それは良かったのだ。それより、私にはあなたの方がよっぽど重傷に思えます。その傷、雪山の凍った湖でできたと言っていましたよね。のだ、この擦り傷のことなのだ。こんなのなんともないのだ。へっちゃらなのだ。そうですか。それで、あなたはどうしてここに来たのですか？のだ。僕は。なるほど。家の扉を開けたらいつもと違う風景が広がっていて、そこに入ったらこちらへ迷われてしまったと。そして家に帰るために探検をした末にここへたどり着いたのですね。そうなのだ。こんな不思議な場所は初めて来たのだ。鎧さん、お家に帰る方法を知らないのだ。あなたがいた世界に戻る方法はわかりません。私がわかるのは、この場所から出る方法だけです。のだ、それならしょうがないのだ。早くお家に帰りたいのだ。お家では、ご家族が待っているんですか？そうなのだ。お家では茜と葵が待ってるのだ。きっと僕のことを心配してるのだ。そうですか。鎧さんには家族はいないのだ。鎧さん。そうですね。私には家族はいません。私は常にここに一人でいます。そうなのだ。鎧さんは一人ぼっちで寂しくないのだ。寂しさも悲しさも感じます。ですが、いくらそれを考えてもここに人は来ませんし、答えも出ません。だからこそ、ここへ人が来ると私はとても嬉しく思うのです。友達はいないのだ。友達。わかりません。友達とは何でしょうか？どうなったら友達なのでしょうか？そんなの簡単なのだ。一緒にお話ししたり、遊んだりしたらもう友達なのだ。お話ししたり、遊んだり。だから僕と鎧さんはもう友達なのだ。じゃあ、ずっと私の話し相手になってくれますか？ずっと。よくわからないけどお話し相手にはいつでもなるのだ。僕と鎧さんは友達なのだ。ありがとうございます。はっしあ、茜様。思い出しました。この場所にはウォッチと呼ばれる巨大な人間の眼球のような存在がいること、装飾品を模したポケットという非常に貴重なアイテムがあり、それを習得するとそのウォッチが積極的に襲ってくること、そしてそれが原因で非常に多くの命が失われたこと。茜様、今お助けします。カオナスさん、そこのバール取って。わかりました。茜様、行きます。急にめまいが。ああ、いい加減に。茜様。あなたは一体。誰ですか？あかね。ただいま。葵、チョコミントアイス買ってきたよ。ずんだむすさん、ずんだ餅買ってきたよ。あかねさん、いるんですよね。もし、そこにいるなら、先生のお話、
少しだけ聞いていただけますか？葵さんとずんだもんさんが行方不明になった話、聞きました。とてもお辛いですよね。こんなことを言うのは無責任だと分かっていますが、きっとお二人とも見つかりますよ。それで、あかねさんは、決して一人なんかじゃありませんから。私は、先生としてではなく、一人の人間として、柚木ゆかりとして、あかねさんに寄り添いたいんです。私はあかねさんの味方です。よかったら今後のことも、私と一緒に考えませんか？だからこのドアを開けてもらえませんか？直接あかねさんとお話がしたいんです。うるさい。開けて、開けて、開けて。探して、わかってる。学校に行かなきゃ。こんな路地、あったっけ？あれは。私はこっちを探してみます。青山さんはそちらをお願いします。わかりました。あかねさん、一体どこに？あかねさん、探したんですよ、あかねさん。1ヶ月以上も学校に来ないで、一体何をしてたんですか？でも、無事で本当によかった。あれ？あかねさん。あなたは一体。顔なしさん、大丈夫？先ほどの洞窟で雲に噛まれた毒が今さら回ってきたようです。茜様、私を置いて逃げてください。一見我々を助けてくれたように思えますが、あれが味方であるとは限りません。大丈夫だよ。うちは絶対に置いていったりしないよ。茜様、逃げた方がいい。あのギョロギョロはそれじゃあ殺せない。じゃあ何なら聞くの？すごく切れ味のいい刃物、もしくは銃。でも銃声で集まってくるから銃はおすすめしない。それを先に言ってくれる？本持ってるでしょ？多分家の中にある。その本を急いで取ってきて。どうして？早く。わかった。顔なしさん、そこでおとなしくしててね。ああ。俺は一体、ここはどこだ？高橋。あれ？ずんだもん。なんでこんなところに？それはこっちのセリフなのだ。でも、正気に戻ってよかったのだ。正気？あ、そういえば突然茂みから全身真っ青な騎士みたいなのが現れたからびっくりして逃げて、やっとの思いで森から出て、その後から記憶が。何ここ？コッパー。もうマジ無理。慎重に進む。高橋は見つけたとき、地面に突き刺さってたのだ。あと、それは多分鎧さんのことなのだ。鎧さん？鎧さんはとってもいい人なのだ。高
高橋が逃げた話をしてた時の鎧さんはちょっとシュンとしてたのだ。え、そうだったの？それは悪いこと。ところでなんで俺が草を食ってるかはご存知？高橋は錯乱してたのだ。だから僕が着付けになりそうな草を取ってきてあげたのだ。そうなんだ。どうもありがとうね。なんかこの草、ガソリンみたいな味がするんだけど。ようやくは口に逃がしってやつなのだ。なるほどね。あ、高橋さん。よかった。正気に戻られたんですね。あ、すみません。なんか俺、混乱してたみたいで。問題ありませんよ。この場所は安全ですので、どうかゆっくりしていってくださいね。あ、はい。ありがとうございます。ところでズンダモンさん、先ほどはどちらへ行かれていたんですか？お外に草を摘みに行ってたのだ。言われた通り、あんまり遠くには行かなかったのだ。でも、なんで遠くに行っちゃダメなのだ？この場所から少し離れた場所は、ストームストーンという物質で構成されています。その物質は非常に不安定で、安易にその上を歩いたりすると激しく爆発してとても危険なのです。そうだったのだ。ところで、草を摘みに行っていたとおっしゃっていましたが。のだ、もしかしていけないことだったのだ。いえ、そういうわけではないのですが。この場所の植物は燃やしたら有毒なガスが出るので決して口に入れたりしてはいけませんよ。ごめんなのだ。まあ、燃やしたら有害というだけですから、食べても問題はないかもしれません。私は食事をしないのでわかりませんが。あ、ゾウさん、気がついたのだ。ご主人、ここは鎧さんのお家なのだ。ゾウさんは急に倒れたのだ。ゾウさん、無事で本当に良かったのだ。今のうちだ。取ってきたよ。わー。顔出しさん。その本のどこかにサインがあるはず。サイン。これかな。それを左から右になぞって、左から右。わー。ここは？おや、珍しいお客様だね。あなたは誰？はじめまして。私の名前はブランシュ。この書庫の管理人だよ。書庫？観測。残念だけど、君は歓迎できないな。何をしたの？ああ、心配しないで。この場所以外の安全な場所に送っただけだから。ところで、そこに倒れている彼は大丈夫かい？我が生涯に一点の悔いなし。大丈夫そうだね。ここは一体どこなの？安心してくれて構わないよ。ここでの安全は私が保証するからね。そうだ、紅茶でも入れよう。それともアーモンドウォーターがいいかな。まあともかく、そこで座って待っていて。さあ、紅茶が入ったよ。お砂糖は必要かな？ベリー、彼らを起こしてはいけないよ。さあ、一緒においで。お茶の時間にしよう。知らない天井だ。
服が綺麗になってる。おや、お目覚めかな？あなたは、ブランシュさん？覚えていただけたようで光栄だよ。ところで、体の調子はどうだい？バッチリ。それはよかった。うちは、どれくらい寝てた？丸2日くらいかな。その様子だと、今までろくに寝ていなかったんじゃないかな。もう少しここで休んでいてもらっても構わないよ。どこへ行くんだい？みんなを探しに行くの。お洋服、きれいにしてくれてありがとう。それじゃあ。みんなっていうのは、緑の頭のことかのことかな？洋服のお礼に、お茶に付き合ってくれないかい？ふう。やっぱり朝はアッサムのミルクティーが一番だね。この深いコクと香りがミルクと本当によく合う。今は朝なの？いいや、この場所には朝も昼も夜もないよ。でもさっき君が起きた。だから、今は朝ということにしたんだ。モーニングティーをいただけるのなんていつ以来だろう。君には感謝しなくてはならないね。君は飲まないのかい？いや。ああ、紅茶は苦手だったかな。それならハーブティーか。それともグリーンティーでも。お茶菓子じゃなくて、君にはちゃんとした食事が必要なようだね。そしたら、何か作ってくるよ。何がいい？何でもいいの？ああ、私に作れるものなら何でも。じゃあエビフライ定食を一つ。あとデザートにイチゴパフェ。食後にはあったかい玄米茶をお願い。ご飯の量はどうする？少なめで。ちょっと待っててね。それで、どうしてあなたはスンダムシさんのことを知ってるの？簡単な話だよ。私は、人の心が読めるんだ。心？ここへ来る人は、決して善人ばかりじゃない。私や私の友人に対して悪意や敵意を抱いている人間には、長居してもらいたくないからね。そうなんだ。がっかりさせてしまったようで申し訳ない。でも、何も知らないというわけではないんだ。君は、あれとここへ来ただろう？あれ？ガオニエイで。ああ、カメラのようなマスクをつけたあれだよ。観測。あれは、どうやら君の、その、家族でいいのかな？そのずんだ虫さんとやらを探しているようだよ。どうして？理由まではわからない。あれは完全に心を閉ざしていて、何も読むことができないんだ。ただ、あれと交流のある私の古い友人から聞いた話によると、ずっと探していたものが見つかるかもしれない。と口走っていた。だそうだよ。ずっと、探していたもの。イタコさんとズンコさんについては知ってるの？申し訳ないけど、その二人の行方についてはわからない。そっか。だけど、おそらくその二人のことも、あれが知ってると思うよ。君のことをずっと監視していたみたいだからね。監視？あれが何なのか、うちに教えてくれる？そうだね。あれについて、君が何も知らないなら、君には、それを知る権利がある。高橋、大丈夫なのだ。大変なのだ。あの青い草を食べてから高橋の色がちょっと変になってきたのだ。高橋さん、体調はどうですか？吐き気などはありますか？江口。鎧さん、高橋はどうなっちゃうのだ？今までこの場所の植物を口にした方がいなかったので、私にもわかりません。ですが、このままでは高橋さんは危ないかもしれません。僕が変な草を食べさせたせいなのだ。ごめんなのだ。もう満タイ。ご主人、あの飲み物はもうない。のだ。あのアーモンド味のジュースなら、ここに来る前の雪山で全部飲んじゃってないのだ。ゾウさん、喉が渇いたのだ。違う。僕は光がご飯。何も食べないし飲まない。あ、そうだったのだ。忘れてたのだ。ご主人は全部忘れる。一人だと危ないから離れないでって自分で言ってたのに、僕を置いて勝手に一人で行く。なんで一人で行ったのか聞いたらご主人は絶対に言う。忘れてたのだ。橋みたいなところの時も同じ。足を踏み外さないよう注意して歩くように僕に言った後に、僕を置いて勝手に落ちる。なんで落ちたのか聞いたらご主人は絶対に言う。忘れてたのだ。ゾウさん。何回も何回も同じことがあって、
ご主人は僕にもう分かってるから何回も聞かないでいいのだって言った。だから僕は何も言わなかった。そしたらご主人、僕になんて言ったか覚えてる？なんて言ったのだ？なんで教えてくれなかったのだ？黙ってたら何もわからないのだ。なんとか言ったらどうなのだ？知ってたのだ。知ってたのに僕に黙ってたのだ。まあ今回だけは許してあげるのだ。失敗は誰にでもあるのだ。次からは気をつけるのだ。僕そんなこと言ったのだ。謝ってごめんなのだ。いいよ。ああ、そういえば聞いたことがあります。アーモンドウォーターという飲み物は種類によっては病気を治す効果もあるそうです。それであれば高橋さんを助けることができるかもしれません。あのジュースにそんな効果があるのだ。この場所にはそのアーモンドウォーターはあるのだ。この場所には一切の飲食物はありません。私には必要のないものですから。そしたら急いでこの場所を出てアーモンドウォーターを探しに行くのだ。大冒険の始まりなのだ。ゾウさん、高橋をお願いなのだ。わかった。行ってしまわれるのですか？鎧さん、お世話になったのだ。僕たちはもう行くのだ。そうですか。ゾウさん、僕についてくるのだ。そういえばここから出るにはどうしたらいいのだ？鎧さん、ここから出る方法を教えてほしいのだ。鎧さん、どうかしたのだ？ああ、すみません。出口ですよね。そうですよね。この場所にずっと留まっていただけると思っていましたが、私の思い違いでしたね。勝手に期待してしまい申し訳ありません。鎧さん。でもあなたは私に言いましたよね。ずっと私の話し相手になってくれると。分かっているんですよ。この場所でずっと私の話し相手になってくれる人がいないことなんて。ここは人間が住むにはあまりにも過酷です。必ずここを去らなくてはいけません。ですが私は永遠にここにとどまり続けます。私は永遠に孤独です。私にはそれがたまらなく怖いのです。すみません。出口ですよね。出口。ああ、でもこの嵐じゃ帰れませんね。嵐が止むまでここにいた方がいいです。そうです。嵐が止まなければいいんです。そうしたらずっと私の話し相手になってくれますよね。ピンクのスライダーじゃなかったじゃん。どうするのあれ。しくじった。悪い。バカ。一体どこに行ったら。ねえ、こっちに来て。またスライダーがあるよ。でもどのスライダーがなんとかって場所に繋がってるんだろう。ねえ、ちゃんとした名前はまだ思い出せないの？いい加減なんとかってふわふわした感じなの。気になるんだけど。度忘れした。悪い。もう。でもどうしよう。さっきはピンクがダメだったし、今回はあいつらのマークがちゃんと書いてあるから罠だってわかる。そしたら青か赤の2択。でもそもそもこの文字を全部あいつらが書いてるんだとしたら何の当てにもならない。もしどっちもダメだったとしたら。急いだ方がいいよ、葵ちゃん。多分もうすぐそこまで来てる。わかってるよ。葵ちゃん。葵。ブルー。立ち止まっても進んでも死ぬかもしれない。なら私は進む方を選ぶ。待ってるだけはもうやめたんだ。決めた。赤いスライダーだ。ほら行くよ。急いで。違う。青いスライダーだ。何するの？ちょっと離して。待って。プーさん。助けてくれてありがとう。あなた、パーティープーパーって言うんだ。名前はないの？必要ない。じゃあ私が考えてあげるよ。いや、必要ない。まあまあそんなこと言わずに。私こう見えてもあだ名とか考えるの得意なんだから。ちょっと待っててね。パーティープーパーのばあさん。いや違うかな。パーパーさん。これも違うかな。もっとこう可愛くて呼びやすい名前は。あ、そうだ。
の名前は今日からプーさんね。プーさん。そう。どう？気に入ってくれた？楽しかったよ、葵ちゃん。お姉ちゃんに。よろしく。皆さんごきげんよう。私の名前は顔なし、元井もぐおと申します。私はしがないフェイスリングと呼ばれるものです。私が今、何をしているかですか。ご覧の通りお茶を入れているのです。今朝はダージリンの気分だったので、ダージリンティーです。最近はティーパックでも十二分に美味しい紅茶を入れることができますが、こういうのは気分が大切です。自分で手間をかけて入れたという事実だけで、より一層美味しく感じるものです。さあ、入りました。このフルーティーで華やかな香り。さすが、紅茶のシャンパンと言われるだけあります。ダージリンといえば、学生の頃を思い出しますね。あの頃はクラスメイトの女性から毎日たくさんのご褒美をいただいていました。姉子は今日手作り弁当なんだよ。コーヒー牛乳じゃ食べ合わせが悪いだろ。お茶買い直してこい。何茶でしょうか。玉夜だよバカ野郎。何あれひどくない？いや、あいつ隣のクラスの女子に君が一日履いた蒸れた靴下に石を詰めて僕のことを毎日殴ってほしいって告白してガチ泣きさせたらしいぜ。やば。思えば私の性癖が確立したのもあの時期でした。首謀者の彼女からはいつもダージリンの香りがしていたものです。懐かしいですね。花もないのになぜ香りがわかるかですか。さあ、私にもわかりません。何してるの？茜様、目が覚めたんですね。私は見ての通り、アフタヌーンティーを楽しんでおります。茜様もよろしければご一緒しませんか。いや、うちはさっき食べたからいいや。さようですか。ブランシュさん。なんだい？どうして顔なしさんはこんなところにいるの？ああ、私は人の心が読めると言っただろう。彼は君よりも早く起きてね。話を聞こうと思ってお茶に誘おうとしたんだけど、これからちょうどお茶にしようと思って。思い切り踏んでもらいたい。口汚く罵ってもらいたい。私のピーをピーしてピーした後にピー。いたんだけど茶葉が全部腐って食器は全部割れたのだった。それでできるだけ私の視界に入らないようにここに入ってもらったんだ。そうなんだ。正直君の友人じゃなかったらとっくにお帰りいただいているところだよ。監禁プレイは実は初めてですが、これはこれで悪くないですね。ダージリンとよく合います。彼は見下げた変態だよ。それじゃあうちらは行くね。ちょっと待ってもらえるかな。はい。君の好きな食べ物を詰めておいたよ。道中に食べるといい。エビフライ？そうだよ。喜んでいただけたようで何よりだよ。そういえば茜様、ブライシュ様と随分と親しくされていましたね。それがどうしたの？いえ、いつもであれば警戒して決して心を開くことはないと認識していたのですが、どういった心情の変化なのだろうと思いまして。知り合いの若い頃の姿にそっくりだったから。そうだったのですか。それじゃあ二人とも準備はいいかな。茜ちゃん、本は持ったかい？持ったよ。それじゃあ送るね。どうしたの？大事なことを忘れていました。大事なこと？私まだブライシュ様に踏んでもらっています。君たちの旅路の果てに数多くの幸福があるよう私は心から祈っているよ。ああ、ご飯の時間だったね。ちょっと待っててね。今準備。いたたた。ここは一体。やあ、はじめまして。あなたは。私の名前は私の名前。猫ちゃん！私。こんなところにどうしたのかな？うわー、いいねおっと。顔なしさん大丈夫？問題ありません。今更ですが、行き先について私は伺っていませんでした。ここは一体どこなのでしょうか？それで、あれは今どこにいるの？彼らは、ザ・エンド・オブ・フィン・ワールドという場所にいる。エンド・オブ・ザ・ファ・ワールド？ああ、その場所は荒廃していて、危険な生物や武器を持った人型の盗賊がはびこっている。正直に言ってかなり危険な場所だ。それでも、君はあれに会いに行くのかい？
みんなを見つけるためにはきっと必要なことだから。わかった。あれのことは頼んだよ。茜様、どうかされたのですか？ずっと私の話し相手になってくれますよね。鎧さん。それくらいにしておけ。野田。あなたはどうしてここに？頼まれことでね。用がなきゃがこんな何もいないところには来ない。俺はそこの緑頭に用があるんだ。僕のことなのだ。僕に何の用なのだ。それは言えない。とりあえず俺についてきてほしい。悪いようにはしないし、その青くなってるのも多分助ける。本当なのだ。勝手なことを言わないでください。ズンダモンさんはここで一生私の話し相手になってくれると約束したのです。一生？そんな約束したのか？したような、しなかったような。どうなんだ？どうなのだ。約束したのか？約束しましたよね。約束したの。はっきりしよう。はっきりしてください。したのか？どうなの？しましたよね。どっちなんだ？忘れたの。わかんないのだ。というかあれなのだ。鎧さんも一緒に来ればいいのだ。野田、また僕おかしいこと言ったのだ。それなら謝るのだ。ごめんなのだ。いえ、いいのですか？私がついて行っても。むしろ鎧さんが来てくれたら100人力なのだ。それに冒険はみんなでした方が楽しいのだ。ズンダモンさん。それは無理だ。どうしてなのだ。こいつは実体があるようで実体がない。青い騎士のように見えるが青い騎士でも何でもない。こいつはこの場所、つまりお前ら人間が言うところの人間つまりこいつは人間が言うところのレベルそのものだ。レベルそのもの。そうだ。この足もこいつの感情に連動している。こいつを移動させるってことはこのレベルごと別のレベルへ移動させることを意味する。もし移動できたとしても破滅的な結果になる可能性が高い。つまり鎧さんは一緒に行けないってことなのだ。そういうことだな。私は一生この場所に一人ぼっちです。私は一生この場所に一人ぼっちです。しまった。嵐が強くなった。鎧さん。でも僕もこの場所にずっとはいれないのだ。ここには食べ物もないし、お家にも帰らなきゃいけないのだ。そうですか。でもまずったな。この嵐が止まないとここから出られない。ああ、せめてこの携帯電話の充電があればよかったのですが。野田、鎧さん、携帯なんて持ってるのだ。ええ、これは以前ここに来た方のものなのですが、電池が切れてしまっていて使えないのです。そうなのだ。電池。それならこれをあげるのだ。ズンダモンさん、それは？電池なのだ。きっとこれで携帯の充電ができるのだ。そしたら僕といつでもお話ができて、鎧さんはもう寂しくならないのだ。ズンダモンさん、ありがとうございます。話は済んだか？ええ、もう大丈夫です。ご迷惑をおかけしました。そうか。鎧さん、バイバイなのだ。後で絶対連絡するのだ。ええ、お待ちしています。行くぞ。わかったのだ。あ、出口は？問題ない。本がある。じゃあ、嵐が止まなくても関係なかったんですね。お前が落ち着いてこの緑頭を渡すまで待つつもりだった。もし、渡さなかったら。ああ、そん時は。ガリゴフ。彼らをどうするつもりなんですか？お前に言う義理はない。そうですか。よかったら今度お食事にでも誘ってください。あいにく食事をしないやつ用のレシピは持ち合わせていないんでね。それじゃあな。お気をつけて。お前名前はなんて言うんだ？ズンダモンなのだ。こっちの青いのは高橋で、こっちはゾウさんなのだ。そうか。お面さんの名前はなんていうのだ？お面さん。鳥みたいなお面をしてるからお面さんなのだ。ああ、お面さんでいいよ。お面さんよろしくなのだ。ああ、よろしく。ところでこれから僕たちはどこに行くのだ？行ってからのお楽しみだ。それよりお前は携帯電話なんて持ってるのか？持ってないのだ。マジか。充電、どうやってするのでしょうか？
茜様。何？もう原型が残っていません。先ほどから考え込んでいるようですが、何かあったのでしょうか。顔なしさん、頼み事してもいい？ええ、私にできることであれば何なりとお申し付けください。いや、やっぱりいいや。茜様。私は茜様に何度も命を救われている身です。この命はもはや茜様のものと言っても過言ではないのです。茜様の頼みであれば、私はどんなことであれ断ることはありません。本当？ええ、自分の心に嘘はつかないことが私のモットーですから。顔なしさん手出して。金箔でしょうか。委託してください。はい。え、玉はあと4つ入ってるよ。あ、茜様。これは一体。ああ、君はすでに彼のフォロワーだったんだね。さて、どうしたものか。今日はやけに来客が多いね。やあ、こんにちは。私の名前は。自己紹介ならもうとっくに住んでいるはずだけど。なんだ、君だったのか。今日はどうしたんだい？ちょっとやぼ用でね。この間お茶のお礼に渡した肉を食べてくれたかい？ああ、あれならまだ冷蔵庫の中にあるよ。調理法を思案していてね。ああ、それなら。まずは多めの塩で表面のぬめりを取って80度程度のお湯で15秒ほど湯通しする。ここがコツなんだけど間を置かずに氷水で締めるんだ。そうすることで肉が締まって歯応えがとても良くなる。そうして水気を切ったら食べやすいサイズに切ってここでもコツがあるんけど。ああ、それは後でお茶でもしながらゆっくりと聞くとするよ。わかった。相変わらず君は料理の話になるとよく舌が回るね。おや？そちらの君は？こんにちはなのだ。僕の名前はずんだもんなの。で、ご主人。ふう。さて、これからどうしようかな。どうやら彼女はまだ目を覚ましそうもない。気がつくまで待つか、彼女を背負って移動するか、それとも。ああ。どうやらお迎えが来たようだね。ご主人。しっかりして。ご主人。大丈夫。意識を失ってるだけだよ。でも、ひどい熱だ。おい、こいつは大丈夫なのか？いや、どうだろう。それよりこの子はずんだもんという子じゃないか？どうして君と一緒に？ああ、あいつらに連れてくるように頼まれててね。自分のしていくのは面倒だからここに来たんだ。君は私を何だと思って？この傷は、この膝の傷はどこでできたんだい？いや、俺は知らない。会った時からすでにあったはずだ。パオパオ、パオパオ。何か言っているのか？雪原地帯の湖で転んでできた傷。お前、こいつの言葉がわかるのか？言葉はわからないけど、心は読めるからね。ちなみにその傷はどれくらい前にできたんだい？パオパオ。おい、こいつはどうなるんだ？あと、こいつもどうなるんだ？うわ、なんだいその青いのは。青い追いのいる場所の草を食べてこうなったらしい。なんだかわからないけどかなりヤバそうだね。内臓を裏返して全部洗いたいくらい気持ち悪い。本当にヤバそうだね。とりあえず二人にはアーモンドウォーターを飲ませよう。おそらく症状の緩和くらいはできるはずだ。完治はできないのか？無理だ。少なくともここでは。お前はこの書庫では万能なんだよ。それにこれだけの蔵書があるんだ。医学書の一つや二つくらいあるだろう。もちろん私はこの書庫においてはほぼ万能だよ。姿形を変えることすらも容易だ。医学書だって数えきれないほどある。ならどうして？でも、他人に対してはそうじゃない。他のレベルへ飛ばしたり、心を読んだりすることはできるけど、体の中に入り込んだ毒素を消すことなんてできない。私にできることといえば、せいぜい服のシミを抜くくらいなものだよ。もう少し早く来てくれればよかったんだけど、正直に言って、これは私の手には余る。じゃあアーモンドウォーターをもっと飲ませればいい。人間はあれを飲めば病気も治るんだよ。君は、あの液体が万能薬だとでも思っているのかい？違うのか。人間はみんなあれをこぞって飲んでいるぞ。健康にも良いと言って。君は癌細胞の分裂が止まったら、癌は完治したと言えるのかい？何の話だ？答えてくれるかな？癌は消えてないんだよな。そうだね。
癌は消えていない。進行が止まった状態だ。じゃあ完治とは言えないな。延命しただけだ。そういうことだよ。あ、アーモンドウォーターを飲むという行為自体が単なる延命行為なんだよ。何も治ってなんかいない。ただ、この場所に住んでいる人間は毎日必ずと言っていいほどあの液体を口にする。そうして病気が治ったと勘違いするんだ。人間にとって安全な場所も食べ物も生き物もこの世界には存在しないんだ。あったとしてもそれは極めて甘美な猛毒に過ぎない。それも遅効性のね。君はよく知っているだろう。それで、こいつはこのままだとどうなるんだ。死ぬよ。100% ね。なあなあ、おじさん、そこで何してるの？子供。いや、こんなところに子供が一人でいるわけがないですね。これはおそらく茜様が言っていた。ねえねえ、おじさん何してるの？あ、これはね、おじさんの趣味だよ。趣味？それは楽しいの？そうだよ。とっても楽しいからやっているんだよ。そっか、楽しいのか。でもおじさんはたまに血が昇って辛くなってきたから、そろそろやめようと思っていたんだ。辛いのは気持ちいくない？いや、とっても気持ちいい。ゲフンゲフン。あ、全く気持ちよくないよ。辛いのは気持ちいくないか。ちょっと手を貸してくれないかい。一人では降りられないんだ。ええよ。ふう、助かったよお嬢ちゃん。どういたしまして。あ、これだけは聞いておかなくちゃな。おじさんはどうしてまた一人でこんなところに？あんなところにエビフライが。どこどこ？動かないでください。あ、こんな小さな子供にこんなことはしたくありませんが、仕方がないのです。ああ、うちはこんな趣味ない。そこでしばらくおとなしくしていてください。僕だ。は？どなたでしょうか？黙れ。持ち物を全部置いていけ。大丈夫でしょうか？とても辛そうな声をしていますが。うるさい。さっさと荷物を。おい待て。その鍵は。ああ、ミスったな。大丈夫？平気平気。まだいたんだね。これで全部かな？どうせまた湧いてくるよ。確かに。さてと。前のアルファと一緒にいたやつだ。顔はなくなっちゃったの？中身見てみる？でも指示にないよ。たまにはいいじゃん。いいかも。どうしたの？アルファ捕まえたって。じゃあもうやることない？お役ごめんか。お家に帰ろうか。帰ってご飯食べよう。お腹すいたね。待ってください。アルファとは、一体何のことでしょうか？アルファはアルファだよ。おじさんとずっと一緒にいたでしょ？ずっと一緒に。それは茜様のことでは。あかね？聞いたことある。なんだっけ？忘れちゃった。早く帰ろう。そうだね。バイバイおじさん。うちらはもう帰るね。強く生きてね。茜様、一体どうして？ついてきたらあかんよ。うちをどこに連れて行くの？ベータのとこ、お話しするんだって。何のお話？知らない。ベータって何？ベータはベータだよ。アルファの半分、一番偉いんだよ。半分？偉い？着いたよ。ここからはデルタが案内するよ。デルタ？あなたは、目玉の時の。ついてきて。こっち。そっちだと元の場所に戻らない？いいから。あれ？違う部屋だ。どうなってるの？一つの部屋に違う部屋がいくつも重なってるだけ。この辺りの建物はだいたい全部こうなってる。知らないで奥まで入ると出られなくなるよ。へえ。
まだつかないの？ここを降り登ればもう少し。降り登る？ねえ、これはどうなって。あれ？いなくなっちゃった。あかねちゃん？ブランシュさん、どうしてこんなところにいるの？いや、ちょっと訳があってね。ずんだ虫さん。ちっちゃいお姉ちゃんがいっぱい。ここは天国かな？気持ち悪いよ葵ちゃん。お姉ちゃん。お姉ちゃん。お姉ちゃん。うわあ、お姉ちゃん。お姉ちゃん。今までどこにいたの？私、お姉ちゃんのことずっと待ってたんだから。葵。お姉ちゃんが待っててって言ったから、すぐに帰るって言ったから、私、お姉ちゃんとの約束を守ってずっと待ってたんだよ。でも、いつまで待ってもお姉ちゃん、全然帰ってこないから、もしかしたら、どこかで死んじゃったんじゃないかって、心配で。だから私、お姉ちゃんとの約束破って、こんなところまで来ちゃった。葵。でも、無事で本当によかった。さあお姉ちゃん、一緒にお家に帰ろう。お姉ちゃんの大好きなエビフライ、いっぱい作ってあげるよ。私料理とっても上手になったんだから。あの頃みたいに一緒に二人で。あれ？お姉ちゃん。どうして、あの頃と変わってないの？葵ちゃん、彼女は。待って。誰か来る。ようこそ、みんな。歓迎するよ。ご大満足のようで本当によかった。これで私たちはまた、願いを叶えることができるよ。おい？おろろ。お嬢ちゃん、こんなところに一人で一体どうしたんだい？パパやママは？名前はなんて言うんだい？参ったな。とりあえず人がいる場所に連れて行くか。ここから一番近い場所は？あなたは？何？ああ、これは僕としたことが失礼したね。僕の名前はエイデル。この辺りで君みたいな迷子の人や困っている人を助けてるんだ。改めて、君の名前を聞いてもいいかな？あかね。あかねちゃんって言うんだね。君はどこから来たんだい？知らない。気がついたらここにいた。なるほど。それは災難があったね。ここは何もなさすぎて危ない。僕は人がたくさんいる場所を知っているんだ。そこに行って保護してもらおう。ここはどこなの？どう説明したらいいものかな？君が住んでいる世界の裏側の世界とでも言えばいいかな？裏側？そう。君みたいにこの世界に迷い込んだ人間は、みんなこの場所のことをこう呼ぶんだ。バックルームズってね。お姉ちゃん？どういうこと？ここにもお姉ちゃんがいるし、そっちにもお姉ちゃんがいるし、こ
こっちにはちっちゃいお姉ちゃんもいるし。そういえば、お姉ちゃんがたくさんではしゃいでて全然気がつかなかったけど、ちっちゃいお姉ちゃんって一体何？もう少しちゃんと周りを見た方がいいよ、葵ちゃん。うるさいな。生きててよかったと思ったら小言ばっかりなんだから、さっきの私の涙返してよ。悪いけどそれは吸い込んだ地面に行ってくれないかな。うっさいバカ。なんて緊張感のない。ねえ、何の目的で私たちをここに集めたの？あと、願いって何のこと？あれ？ブランシュさんに全部聞いてなかったの？あんなに長々とお話ししてご飯まで食べてたのに。私もずっと監視されていたってことか。あなたのいる書庫では普通のカメラは機能しないからとっても苦労したんだよ。何人殺したんだ？殺した？壊したの間違いじゃない？相変わらず君たちは何を考えているか全く読めないね。ありがとう。それよりみんな長旅で疲れたでしょ？広間に案内するよ。まだ時間はあるからそこでゆっくり休んでいって。それに、その子のこともどうにかしたいでしょ？ブランシュさん。ズンダムスさんとブランシュさんたちはどうしてここにいるの？ああ、そこの彼がこの子たちを私の書庫に連れてきてくれてね。その後すぐにあれが来たんだ。どうやってやったのかはわからないけど、気がついたら私たちは全員この場所に飛ばされていたんだ。まるで私が君たちをここへ送った時みたいにね。そうなんだ。お話の続きは広間でするといいよ。さあ、案内するからついてきて。じゃあ、しばらくここで休んでいてね。飲み物はここに置いておくよ。好きにしてくれて構わない。何かあったらこの子たちに言ってね。どんと来い。それじゃあね。緊張して喉乾いちゃった。私は一本もらうよ。待って葵ちゃん、罠かもしれないよ。あんなに大勢いるのにわざわざこんなもので罠にかけると思う？どうにかしようと思えば、私たちなんていつでもどうにでもできるはずだよ。そもそも生きたままここに集めた時点で私たちに危害を加えるつもりなんてないよ。いつもの味。随分と彼女たちを信頼しているんだね。あのお姉ちゃんは確かにすごく変なんだけど、どうしてもあれも私のお姉ちゃんにしか思えないの。私がずっと会いたかったお姉ちゃんにしか。ブランシュさん。ズンダムスさんはどうして倒れてるの？この子はフロストマイトという微生物の毒素に侵されているんだ。フロストマイト？すぐには症状は出ないんだけど、数日経つと高熱が出て、こうして意識を失ったりするんだ。ここへ来る前にアーモンドウォーターを飲ませたから、今は少し落ち着いているんだけど。ブランシュさん、ズンダムスさんは。おい、俺は緑野を連れてきたんだ。契約通りいつものあの肉をもらおうか。今準備中。もうちょっと待って。そうか、わかった。ねえお姉ちゃん、あの人誰か知ってる？あの顔すごく怖いんだけど、知らない？ああ、そしたらみんな簡単に自己紹介でもしようか。じゃあまずは私から。私の名前は琴ノ葉葵。この場所にはお姉ちゃんを探しに来ました。好きな食べ物はチョコミントアイスだよ。そしてこの人はパーティープーパーのプーさん。私が危ない時に助けてくれて、ここまでお姉ちゃんを探すのを手伝ってくれた人だよ。別に人じゃないけどよろしく。こうやってすぐに上げ足を取るところがなければとってもいい人だよ。好きな食べ物は？好きな食べ物とかはちょっとわからないけど、苦手なものは張り付いた笑顔かな。へえ。お前、生き残ってたんだな。生き残っていちゃ悪いか？いや。この鳥の頭蓋のような顔をしているのはハーミットくんだよ。彼は生粋の狩人で、少し言葉が足りないところもあるけど、悪気はないから気にしないで。ところでこの間新しく作ったシチューのレシピの話をしてもいいか？彼は料理の話をするのが大好きなんだ。その話は後で聞くから、もう少し待っていてね。わかった。好きな食べ物は？ミカ。ただ食い意地が張ってるだけだろ。次はあかねちゃん。お願いできるかな？わかった。うちの名前は琴ノ葉あかね。そこにいるスンダムスさんと、ズンコさんとイタコさんを探しにここに来たよ。ズンコさんとイタコさん？それがどうしたの？いや。気にしないでお姉ちゃん。続けて。それでこの顔のない人は？顔のない人？ごめん。なんでもないよ。うちが好きな食べ物はエビフライだよ。はい、次はブランシュさん。私の名前はブランシュ。シグナスアーカイブと呼ばれている書庫の管理人だよ。管理人といっても、私もそこの彼らと同様に人間ではないんだけどね。
好きな食べ物はお茶の時間に食べるクッキーかな。それでこの子は、ランクスという種族だと思うんだけど、ズンダモンと一緒に長いこと放浪していたようだよ。名前は、パオパオ。ゾウさんと呼んでほしいそうだよ。好きな食べ物はパオ。柔らかめの日差しだそうだよ。よろしくね、ゾウさん。パオパオ。これで全員の自己紹介は終わったかな？いや、この青い彼のことは、まだ誰も触れていないよ。体調はどうだい？吐いたからちょっとだけマシ。それはよかった。それは多分高橋さん。多分高橋さんだよね。それ以外に何か情報はあるかな？なるほど。彼は高橋さんだね。まあでも、ちょっと何かが違う気はするけど。ところで君たちは黒い猫を見なかったかい？黒い猫？私と一緒にいたベリーという名前の黒猫なんだけど、飛ばされた時に一緒にここへ来てないかなと思ってね。いや、あの猫はあれが来た時点でもうその場にはいなかったはずだ。そうか。来てないならいいんだ。忘れてくれ。葵ちゃんと言ったね。何か聞きたいことがあるんじゃないのかな？そうだね。聞きたいことはいろいろあるけど。でも、その前に。どうしたんだい？ああ、気が利かなくてすまない。それならそこの小さい子に。葵ちゃんはおしっこに行きたいみたいだから話はその後に。まったく。そういうわけだから、ちょっと席を外すね。ああ、お構いなく。ねえ、なーに？お手洗いに行きたいんだけど。あなたのことはなんて呼べばいいかな？イプシロン？かっこいいやろ。じゃあ、いいちゃんって呼んでもいい？それはかっこいいの？とってもかっこいい名前だよ。じゃあ、よ。じゃあ、いいちゃん。お手洗いの場所まで案内してもらってもいいかな？わかった。葵ちゃん僕も一緒に。お留守番？やれやれ。ブランシュさん。なんだい、あかねちゃん。お茶の時に、うちに包み隠さず全部教えてって言ったよね。ああ、そうだったね。まだうちに。何か隠し事してるでしょ。いや、隠しているつもりはなかったんだ。ただ、一度に全部話すと混乱させてしまうと思ってね。すまない。いいよ。君の疑問は、どうして妹の葵ちゃんがあんなに大きくなっているのかだよね。今度こそ、うちに全部教えて。ウォシュレット付きのトイレで感動したと思ったら、出てるのがまさかアーモンドウォーターだと思わなかった。ベタついたりしないからよかったけど、あんまり気分のいいものじゃないな。あれ？いいちゃんがいない。どこに行っちゃったんだろう。私あの子がいないと帰り道がわからないんだけど。すみません。広間まではどうやって？あれ？おかしいな。今人が通ったと思ったんだけど。この部屋かな？自動で開いた。何これ？ここは何の施設なんだろう。なんだかちょっと不気味。早く戻らないと。すみません。広間までの道は？いたこさん？こんなところで何してるの？シュワ。いたこさん、どうしたの？ねえ、いたこさん。しっかりして。いたてた。いたこさん、待って。いたこさん？あかねちゃん。あれ？うち寝てた？いや、眠らされていたんだ。おそらくはガスか何かで。そんなことより大変だよ。ズンダモンと高橋がいないんだ。ご主人どこ行ったの？葵ちゃんもまだ帰ってきていないみたいだ。あの二人は自力では動けない。きっと私たちが眠っている間に、あれが連れて行ったんだ。うちのバールさん。なんで返してくれたの？二人を連れて行ったのはあなたたち？そうだよ。返して。あの緑のはあなたの何の話？あれはあなたにとって大切なものなの？
うしてあなたはそんなことが知りたいの？答えてほしい。大切かどうかは知らないけど、いなくなったらとっても楽しくないと思う。それに、ズンダムスさんがあなたたちのものじゃないでしょ？だから返して。返すよ。でも、半分はもらうよ。半分。野田！いや、全部返してほしい。全部は返せない。どうして？もう、半分にしちゃったから。話してよ。いたこさん。ねえ、どうしちゃったの？私はどこに連れて行く気？もう、一体何なの？何あれ？ここで一体、何をしてるの？オン。高橋さん、どうしてこんなところに？助けて。あれあれ？どうして君がこんなところにいるのかな？あなたたち、これは一体どういうことなの？高橋さんをどうするつもりなの？どうしてイタコさんがあんなにたくさんいるの？あの機械は何？質問が多いね。それより、せっかくここまで来たんだから、君にも面白いものを見せてあげるよ。ちょうど今終わったところだったんだよ。面白いもの？開けて。ずんだもんが、二人？さあ次は、君の番だよ。ずんだもんが、二人？運び出して、どうして？ほら、次は君の番だよ。いや、じゃあ代わりにその青いのを入れて。やめて。待て。これは、一体どういうことなんだ？どうしてアカネちゃんが探していたイタコさんが、こんなに万人もいるんだ？イタコさんズだ。シュワ。葵ちゃん、大丈夫かい？ご主人、プーさん。私は大丈夫。でも、ずんだもんが。ずんだムスさんが二人いる。ご主人増えた。ずんだムスさん、体はもう平気なの？野田。ずんだムスさん。おいそこの赤いの。うちのこと？僕は神なのだ。神である僕にずんだ餅を持ってくるのだ。嫌やで。ゴッドに歯向かう気なのだ。いいから今すぐずんだ餅を持ってくるのだ。さもないと神様のこのすごく強くて痛いグーの拳でお前の頭をガンって。アカネちゃん。ご主人。ねえ、あの機械は一体何？あれでずんだムスさんやイタコさんを増やしたの？その通りだよ。何？一体どういうことなの？葵ちゃん、私たちはね、自分をあの機械で増やしているんだよ。自分を増やす？そんなことが本当にできるの？そっか。そういえば私は言う必要性がないから言わなかったんだった。確かそうだったんだよね。アルファ。どういうこと？お姉ちゃん、何か知ってるの？侵入者。話してください。カオナシさん？茜様。どうしてこんなところにいるの？申し訳ございません。茜様は、きっと私の身を案じておいていったのだと思ったのですが、茜様に何かあったらと、いても立ってもいられず、そうしたら案の定捕まってしまいました。そうなんだ。ザコザコ、手も足も出ない、顔もない。おや、ここは天国でしょうか。茜様が二人。これは一体どういうことなのでしょうか。そういえばこの子たちもどことなく茜様に似ているような。お姉ちゃんが言ってた顔のない人って、あなたのことだったんだ。あなた様は？私はことの葉葵。あなたが茜様って呼んでる子の妹だよ。妹？
ですが、あなたは茜様より明らかに。すみません、ちょっと踏んでいただけませんか。何を言ってるの？今の言葉は彼の脊髄反射のようなものだから気にしてはいけないよ。私のお姉ちゃんを見たら食べちゃいたくなるみたいな感じ？まあ、そんな感じかな。あなた、前のアルファと一緒にいた人だね。結局フェイスリングになっちゃったんだ。あなたは私のことを知っているのですか。そっか、全部忘れちゃったんだね。まあ、忘れたくなる気持ちもわかるよ。教えてください。私はどうしてこの場所にいるのでしょうか。どうして私には人間だった時の記憶があるのでしょうか。そうだね。その話もどうせすると思うし、あなたにも話してあげるよ。さて、葵ちゃんは以前マンションに住んでたことがあったよね。マンション？確かに小さい頃、少しの間だけど住んでたことはあったよ。でもそれがどうしたの？あのマンションはね、葵ちゃん、ここと同じくらい。いや、部分的にはここよりももっとおかしな場所だったんだよ。あのマンションにはね、生体を完全に複製できるお部屋があってね。この機械は、そのお部屋にあった機械を参考にして作ってもらったんだよ。作ってもらった？ここには機械にとっても詳しい人たちがいてね。その話をしたら、喜んで作ってくれたみたいだよ。あのマンションにあったものはこんなに大きくなかったんだけど、ここであれを再現しようとすると、どうしてもこの大きさになっちゃうみたいでね。この機械はもうこの場所から動かすことができないんだ。じゃあこの機械は、その複製機ってこと？いや、この機械は複製機じゃないんだよ。完璧な複製機を作ることは、ここの技術ではどうしてもできなかったみたいだからね。じゃあ、この機械は、投入した生体を材料にして、投入した生体と同じ生体を複数作る機械だよ。複製製機って私たちは呼んでるよ。複製製機？そう。一つ目を入れたら二つ。二つ目を入れたら三つ。三つ目を入れたら四つになるんだよ。どうしてかは作った本人たちもわからないんだってさ。しかも出来上がる生体のクオリティにもムラがあるし、投入した生体は消費されてほとんど残らない。その上無限に生成できるわけでもない。はっきり言って、この機械は欠陥品だよ。ひどい。人間のやることじゃない。どうしてって、人間をそんな実験みたいなことに使って、しかも自分たちまで、いくら私のお姉ちゃんでも、そんなこと。でも、あなたの本当のお姉ちゃんも、同じようなことをしてたって言ったら、葵、これ以上は。黙れ。もう、お前は何も言うな。これ以上、仲間な。友人が苦しむところを見るのは。もう、たくさんだ。さん。でも、私知りたいの。いた子さんをこんな目に合わせて、ずんだもんをこんな風にして。でも、それをしたのは私のお姉ちゃんで、そしてお姉ちゃん自身まで、ここまで来て何も知らないふりするなんて、私には、そんな無責任なことできない。葵ちゃん。続きを話しても？お願い。君がマンションに住んでいた時、とっても不思議な体験をしたんじゃないかな？不思議な体験？そう。例えば、絵の中に閉じ込められたとか、絵の中に？そういえば、小学生の頃の話だから、もうあんまり覚えてないし、なぜかその時の記憶もほとんどないんだけど、確かに、あの時お姉ちゃんに、葵は絵の中に閉じ込められてたんだよ。絵の中に？そうなんだ。でも、絵の中に入ってた私をどうやって助けてくれたの？すごく頑張って助けた。そうなんだ。やっぱりお姉ちゃんはすごいね。もっと褒めて。お姉ちゃん最高。かわいい。大好き。食べちゃいたい。へへ。って言われたことがあった。でも、それと何の関係があるの？さっきマンションには複製ができるお部屋があるって言ったよね。私たちはね、葵ちゃん、そのお部屋で自分たちを増やしてたんだよ。しかも、君を助けるためにね。これは後から分かったことだけど、絵の中に閉じ込められた人間は時間が経つと消えてしまうんだ。当時、時間的に猶予がなさそうだなと直感した私は、すぐにあのお部屋に向かったんだよ。一人じゃ効率が悪いからね。そんな。お姉ちゃん、もしかして、お姉ちゃんもそうなの？
助けるためには必要なことだと思ったから。そうだったんだ。私のために。でも私は助けられなかった。葵もズンダムスさんも誰も助けることができなかった。何度自分を増やしても二人を助ける方法は見つからなかった。全部手遅れになって、もう助けられないって分かっても探し続けた。でも、やっぱり二人は戻ってこなかった。そしてある日、この場所にたどり着いたんだよ。やっぱり、あなたたちは、私のお姉ちゃんだけど、違う世界のお姉ちゃんなんだね。葵ちゃん、君は気がついてたんだね。さっきの自己紹介の時に、お姉ちゃんの話を聞いて、うすうす気づいてはいたんだけど、こっちのお姉ちゃんの話を聞いて確信したよ。そうだったの？確かにお姉ちゃんはずんだもんを探しにこの場所に行ったんだけど、私の世界では、いたこさんもずんこさんもこの場所には来てないはずだし、お姉ちゃんはずんだもんのことをずんだむしさんなんて呼んだことないから、そうだったんだ。そっちのうちはずんだむしさんのことなんて呼んでたの？豆虫。それに実は、私の世界のずんだもんは、お姉ちゃんがこの場所に行ってからすぐに帰ってきたんだよ。でも、まるで魂を抜かれちゃったみたいにぼーっとしてて、今でもまともに会話ができてないんだって。ずんだ餅だけは食べるみたいだけど、そう、まるでそこにいるずんだもんみたいに。のだ。どうしたの？高橋さん、何かずっと違和感があると思ってたんだけど、今やっとわかった。見てお姉ちゃん、リストバンドの色が、いつもと違う。本当だ。白黒のチェック柄じゃない。お姉ちゃんのところの高橋さんは白黒チェックのリストバンドなの？そうだよ。そっちの高橋さんは違うの？こっちの高橋さんはインクをこぼしたみたいな柄のリストバンドをつけてて、会うたびに。汝のその輝く赤道にはこの文様はどのように映し出されようか。って聞いてきてすごく面倒くさいんだよ。そうなんだ。ロールシャッハテスト。お姉ちゃん、一つだけ聞きたいことがあるんだけど、なーに？マンションの複製機もこの機械と同じように、最初のお姉ちゃんは、亡くなっちゃったの？亡くなってないよ。そっか。ちょっとだけ安心した。どうしたの？いえ、そちらにいる茜様もこちらにいる茜様も、葵様の世界のお姉様でないのであれば、葵様の本当のお姉様は一体、どちらにいらっしゃるのだろうと思いまして。確かに。私まだ、私の世界から来た私のお姉ちゃんに会ってない。私のお姉ちゃんは一体、どこに行っちゃったんだろう？目の前にいるよ。目の前？どこにいるの？ほら、目の前にいるじゃない。こんなにたくさん。もしかして、さすが私の妹、察しがいいね。そんな。でも、どうしてこんなに？ 4 回目、つまりデルタを何回この機械に入れても、次の私を生成できなくてね。この人数じゃやれることも多くないし、マンションの時に比べて減った時のリスクが大きいから途方に暮れてたんだよ。別のアプローチ方法を考えながら日課の資料探しをしてた時に、偶然、瀕死の私を見つけたんだよ。正直に言ってとっても驚いたよ。まさか別の世界の自分に会うなんて思ってもみなかったからね。おそらくこんなチャンスはめったに訪れない。だから、大切に使わせてもらったんだよ。大切に？そう。大切に。削りながら使ったんだよ。そしたら、こんなに小さいのができたんだ。しかも面白いことに一度に5体も。待ち望んでいたデルタの次に当たる人数。だからイプシロンと名付けたんだ。この子たちは手先も器用でとっても働き者でね。重宝しているよ。じゃあもう、私の本当のお姉ちゃんは、ここにはいないってこと？そうだね。もう元のアルファはほとんど。そういえばこれだけは残っていたんだった。私が持っていてもしょうがないし、君に返しておくね。ほら。君の本当のお姉ちゃんだよ。お姉ちゃん。葵ちゃん。そうそう。マンションの複製機の話に戻るけど、あの複製機は本当は、一度に100人近くの私を複製することができたんだよ。で
あなた、さっき何度も増やしたって。だって一つを除いて扉が全部溶接されてたからね。でも、溶接された扉も全部正常に機能していたみたいでね。面白かったよ。複製するたびに100人近い私が噴水みたいに隙間から吹き出すんだ。最初に入れた私は確かになくならないよ。けど、あれで複製された私は、記憶も性格も何もかも全く同じ。オリジナルと言っても過言じゃない。一体これで、何百人目のお姉ちゃんが亡くなっちゃったんだろうね。なんてことを。そうそう、それで話の続きなのだけれどもね。アルファの回収に夢中で気がつかなかったけど、よく見たら近くに人がいたんだよ。どうやらアルファと一緒に行動してた人だったみたいなんだけど、何があったのかは知らないけど、その場で放心していたんだよ。それでその人の近くに写真が落ちててね。その写真に写ってた子供に見覚えがあったから、思わず言っちゃったんだ。この間死んじゃった子だ。あのピンクの髪、どこかで見たことがあるような。君はとても綺麗な髪色をしているね。ありがとう。妹の葵もよく褒めてくれるんだよ。妹がいるのかい？だから早く帰らないといけないの。私は以前、茜様にお会いしたことがあります。後ろ姿を見たという程度の話なのですが、もう少し休憩しなくても大丈夫なのかい？あなたも早く娘さんを見つけたいでしょ。私の後ろについてきてね。君は本当に頼もしいな。思い出しました。私は娘を探しにここへ来て、そして茜様に出会って。でも、私は何もできずに、私は役立たずで。申し訳ありません。申し訳ありません。ひどすぎる。そうか。ハーミット君。そういえば君、私たちが目を覚ました時にはもうどこにもいなかったが、一体どこに行っていたんだ？俺は約束のものを受け取りに行っていたんだ。約束のもの。さっきから君の言っている約束のものとは、一体何のことなんだ？お前にもこの間渡しただよ。この間？君から最近受け取ったものといえば、今日はどうしたんだい？ちょっとやぼ用でね。この間お茶のお礼に渡した肉を食べてくれたかい？あれならまだ冷蔵庫の中にあるよ。調理法を思案していてね。あの肉はここで受け取ったものだったのか？そうだ。あの肉は、一体何の肉なんだ？この機械で作られた個体は、あらゆる面でアルファより劣化している。寿命も極端に短いし、血管も多い。なぜなら材料が一つしかないから。何の話をしているんだ？しかも毎回大量の残渣が残る。だから大抵は1、2回。どんなに多くても3回の生成が限度なんだよ。ちなみにそこの銀髪の彼女は、面白いことに4回以上耐えたんだ。多分何かが違うんだろうね。臓器や組織の質や量ではない何か。例えば、魂とかね。魂の質がいいから、何回生成しても形が崩れない。でも心は弱かったみたいで、そっちはすぐに壊れちゃった。魂の質。さっき言ったように私たちも例に漏れず、デルタ以降はダメでね。何度やっても残渣と同じ。ヌメリ気のある肉塊しかできなかった。ヌメリ気のある肉塊？調理法を思案していてね。それなら、まずは多めの塩で表面のぬめりを取って80度程度のお湯で15秒ほど湯通しする。ここがコツなんだけど。表面のぬめり。まさか。気がつくのが随分と遅かったね。やっぱり書庫にいないと調子が出ないのかな？そうだよ。あれは私たちだよ。どう？美味しかった？食べていないよ。実は私は肉があまり得意ではないからね。あれは、付き合いで受け取ったんだ。なんだ、つまらないの。おい、お前、全部知っていたんだな。まあそうだな。別の世界がどうとかはよくわからないが。こんなひどいことをして、お前は何も思わないのか？ひどいこと。俺はただうまいものを誰かと共有しようとしただけだ。うまいものだと、お前が彼女に渡したものは人だったものじゃないか。よくもそんなことが言えたものだな。そういえばお前は何も食べないタイプのラスだったな。かわいそうにな。
あの味を一生知ることができないなんて、あんなにうまいもの他にないのにな。お前も人間に友好的なタイプだと思っていたんだけどな。期待した俺がバカだったか。ああ、そうだな。勝手に期待したお前がバカだっただけだ。貴様。彼の言う通りだよ。自分たちと外見や話す言葉が同じでも、内面までは同じとは限らない。君は、人と時を長く過ごしすぎたんだ。そういう人間的な考え方は、この場所ではとても危険だよ。私自身、そのことをひどく痛感させられているところだ。人間的な考え方。お姉ちゃん。お姉ちゃん。葵ちゃん。あなたたちの目的は、一体何？私たちの葵とズンダムスさんを見つけることだよ。別の世界から来たその二人を増やしても、あなたたちの世界の二人は戻ってこないよ。どうしてこんな意味のないことをするの？そうだよ。どうしてこんなひどいことするの？私のお姉ちゃんを返してよ。何の意味もないことなんて、私たちにもわかってるよ。なら、どうして？あの機械で生成された私たちは、生成される前の自分とは根本的に違う。記憶はあるけど、まるで他人の記憶を見ているみたいなんだよ。だからはっきり言って二人を見つけるとか探すとか、私たちにとってはどうでもいいことなんだよ。じゃあ、何のためにこんなことを？ずっと、頭の中で声がするんだよ。声？そう。二人を見つけて、二人を探して、二人を助けて、って。でも、私たちの世界の二人はこの世にはいない。どうしたって二人はもう見つけられない。なら、どうすればいいと思う？そんなの、わからないよ。絶対に見つからないって分かってるものを探すなんて、何をしたって探してるふりにしかならないよ。そう、それが答えだよ。二人を探してるふりを続ければいいんだよ。こうやって探してるふりを続けている間は、この声は小さくなってくれるんだよ。でも、やめると声はどんどん強くなる。まるで脳に直接スピーカーを当てられているような、筆舌に尽くしがたい口。それが起きている間も、眠っている間も、24時間ずっと。ベータ以降の私は、この声に耐えられない。おかげでこんなものをつけて脳を保護しないと、日常生活すらままならない。本当に、この機械を作った人たちには文句を言ってやりたいよ。まあ、もういないんだけどね。私たちは、この短い寿命が尽きるその時まで、この苦痛から逃れることはできない。でも、二人を探すふりをしている間だけは、少しだけ長く深く眠ることができる。だから、私たちは、この声の願いを叶え続けなきゃいけない。お願いだよ。私たちのこの永遠に叶わない願いのために、束の間の安眠のためにどうか。死んでくれないかな。ああ、気の毒に。これは。すみません、すぐに行きます。わかってますよ。そろそろ彼女たちが来る頃ですね。お願いだよ。私たちのこの永遠に叶わない願いのために、束の間の安眠のためにどうか。死んでくれないかな。それはできない。だってうちは。さっきはよくもやってくれたのだ。罰としてずんだ餅を1億万トンここに持ってくるのだ。さもないとこのすごく痛い神の小ビグ。おろろろろろろ。あかねちゃん。ご主人。うちは、
みんなを連れてお家に帰るって葵と約束したの。だから死んであげられない。でも、あなたたちは帰ったとしても助からないよ。どういうこと？それは。あ、高橋さん。動けるようになったの？全部吐いてすっきりしたから。後ろに立たないでね。すみません。それより、あの青い草を食べてからの記憶が曖昧なんだけど、これは一体どういう状況なの？別の世界のうちがたくさんいてみんなを材料にしてちょっとだけ助かろうとしてる。なるほど。ところで君は。私は葵だよ。琴の葉茜の妹だよ。君は葵ちゃんだったの？じゃああの時のも。会ったことあるの？いや、温泉みたいなところに行った時に後ろ姿を見たんだよ。気がついたらなぜか湯船に突き刺さってて話しかけられなかったんだけど。そうなんだ。私ここに来てから温泉なんて行ったことないよ。人違いだと思う。いやでも腰の形が完全に葵ちゃんだったよ。気持ち悪い。気持ち、それで、どうしてうちらは帰っても助からないの？葵ちゃん、さっき渡したあれは飲んでくれた？あれって、アーモンドウォーターのこと？それなら一つだけ飲んだよ。それがどうしたの？あれを定期的に飲まないと、この場所特有の病気にかかるのは知ってるよね。もちろん知ってるよ。この場所では常識なんでしょ？実はあれはね、病気の進行を抑えているだけなんだよ。抑えているだけ？ここである程度長く生活している人は、発症していないだけで、すでに何らかの病気にかかってるんだよ。もちろん、私たちも例外じゃない。あれを飲んでいても、人間はやがて全員病に侵されて死ぬってことか。飲み続けていれば平気だよ。少なくとも、人の寿命は全うできるはず。でもそれも、元の世界でも飲み続けられればの話だけどね。そんな。それじゃあ私たちは、帰れたとしても。顔なしさん、大丈夫？いえ、しかし落ち込んでいても、誰も戻ってはきません。それに私の使命は、今ここにいる茜様をお守りすることです。茜様がここから帰れないのであれば、私はこの身を一生茜様に捧げるつもりです。茜様、私がずっとおそばにおります。なのでどうかご安心を。いや、うちは帰るよ。そうです。帰れなくても私が。お話を聞いてなかったの？あなたたちは帰っても、うちは帰るよ。約束したから。助からなくても。そうだね。だから助かる方法を探すよ。見つからなかったらどうするの？そんなこと考えてどうするの？探すふりって言ってたけど、あなたたちは本当はちゃんと探してるんでしょ？どうしてそう思うの？だってあなたたちはうちだから。世界が違っても、作り変えられちゃっても、あなたたちがうちなら、多分そうする。あ、そうだ。後で食べようと思ってたんだけど。はい。それは、エビフライ。本当はあげたくないけど、特別にあげるよ。食べてもいい？いいよ。ブランシュさんが作ってくれたんだよ。初めて食べたけど私はあんまり好きじゃない。ああ、ごめんね。もしかすると少し揚げすぎちゃったのかもしれない。なるほど。いや、記憶通りの味だけど好きじゃない。お前は敵だ。あかねちゃん。でも、なんで好きだったのかは、なんとなくわかったよ。ありがとう。そっか。一つだけ、助かる方法を知ってるよ。ほんと？どんな方法なの？この機械を使う。この機械で生成されてすぐの答えなら、病気にかかっていない。そんなの、結局助からないのと同じじゃない。他に方法はないの？私たちがどれだけ探しても、結局この方法以外は見つからなかった。だからガンマを書庫に送った。探してないのはもうそこだけだったからね。私は邪魔者だったというわけか。直接気候にも、門前払いしてたのはどこの誰だろうね。ブランシュさんも知らないの？私の書庫にも、君たちを治す方法というのは、すまない。無駄足だったみたいだね。そっか。まあじゃあしょうがないね。そんなことできないし、諦めてここで生きていくしかないよ。ちょうどここでの生活も慣れてきたし、プーさんもみんなもいるから、きっと大丈夫だよ。そう、きっと大丈夫。あ、葵ちゃん。
危ない。大丈夫ですか？ええ、当たったのは残念ながらナイフの柄の部分でしたので。そうですか。それはよか。葵ちゃん、どうして？何の意味もなかった。私はお姉ちゃんを助けられなかった。しかも、元の世界にも帰れない。私にどうしろっていうの？生きていれば、そのうち。生きていれば、そのうちいいことがあるなんて。そんな綺麗事、聞きたくない。もう私のお姉ちゃんはこの世にいない。お姉ちゃんは、私の全てだったの。お姉ちゃんがいないこの世界で、お姉ちゃんを奪ったこの世界で、私にどう生きろっていうの？お願いだよ。もう、おしまいにさせてよ。うちがいるよ。葵には、うちがいるよ。違うよ。あなたは私のお姉ちゃんだけど、本当のお姉ちゃんじゃない。あなたの世界には、本当の妹が、葵は葵だよ。10人でも100人でも、うちよりもいくつ年が上でも、葵は葵だよ。葵はうちにとって大切な、本当の妹だよ。葵。お姉ちゃん。お姉ちゃん。ごめんなさい。うわ、苦しい。潰れる。ねえ。このまま帰っても助からないのは分かったけど、どうやったら帰れるの？場所を教えて。場所は。一体何の騒ぎなのでしょうか。そう。なるほど。見つかっちゃった。見つかった。一体どなたに？アルゴス。だって？アルゴスって？この世界において彼は法だ。どこにいようと罪人は彼から逃れることはできない。君たちは一体どれだけの罪を犯したんだ？デルタ、この子たちをあの場所に連れて行って。私でいいの？君だからいいんだよ。勝手に武器を返したりする君だからね。全員私の近くに来て。わかった。君たちはどうするんだ？私たちはここに残るよ。壊されると困るものがたくさんあるからね。俺ものか。ハーミット君、どうして？あれが食べられなくなると俺が構え。それにまあ、足止めくらいにはなるだろう。ハーミット君。お前がやったこと、俺は許さないからな。ああ、別に構わない。悪いことをした覚えもないしな。俺はお前が嫌いだ。今度俺が取った獲物を使った手料理を食わせてやれ。そしたらちょっとは俺のことを気に入るはずだ。俺は何も食べない。お前が言ったんだろ。ああ。そうだったな。これを。何これ？エビフライ？昔、私たちの葵ちゃんにプレゼントされたものだよ。そうなんだ。早く行って。バイバイ、葵。お姉ちゃん。ここは、ハブ、でしょうか。ハブ。そう、ここから目的地まで行ける。あれ？いとこさんたちは？定員オーバー。彼女たちは何もしてないから多分大丈夫。そう。なんか扉がたくさんあるね。あの扉はこの世界の様々な場所につながっています。基本的には鍵は閉まっていて、その扉に合う鍵でのみ解錠することが可能です。ですがごくたまに開いていることもあります。そういう扉は大抵は危ない場所につながっているので、決してむやみに開けようとしてはいけません。そうなんだ。じゃあ開けなければ安全ってこと。ここにずんだ餅があるのだ。
から開けちゃダメって言われたばっかりでしょうが。高橋さん、置いてっちゃうよ。ポポ。ほら、早く行くよ。野田。着いたよ。鍵は持っているのかい？もちろん。何それ？脳みそだ。ヘルメスデバイス。そうか、これを使って移動していたのか。うん、これはちょっといじってあるけどね。ついてきて。ここは、あれはなーに？あれはリング。あそこには呼ばれた人しか入れない。私たちは呼ばれたことがない。え。おや、随分と遅かったね。あなたは？君たちのことを待っていたよ。僕の名前は。猫ちゃん！すまない、これは彼の発作だ。つんちゃん、いい加減にしてください。何度言ったらわかるんですの？自分の食べる分だけならまだしも、私たちが食べる分にまでずんだを塗らないでください。何を言ってるんですか、いとこ姉様。このお料理は最初からこうでしたよ。お惣菜屋さんで買ってきたおかずにずんだが塗ってあるわけないじゃありませんか。今日という今日は本当に許しませんの。まあまあ、いつものことですし、それにもうこの味にも慣れてきたじゃないですか。今更気にすることでは。味はどうでもいいんですの。あれのせいで体重が増えてるんですの。しかもどんなに気をつけていても不思議なことに口に入れた時にはなぜかずんだが塗られてるんですの。あれは一体どういうことなんですの？私くらいのずんだの使い手になると念じるだけで無からずんだを発生させられるんですよ。もう魔法か何かですの。すんちゃんの魂引っこ抜いてしばらくアリさんに入れて反省してもらいますの。女王になってそう征服してあげますよ。そんなにムキにならなくてもいいじゃないですか。いとこ姉様も全然太ってないですし、それにたかがずんだじゃないですか。あなた今たかがずんだって言いましたね。いえ、そんなつもりでは。大体キリちゃんもキリちゃんですの。お料理をこんなにされて何も言わないなんてどうかしてますの。それに私がいない時はすんちゃんの暴走を止めてくれなくちゃ困りますの。でももだってもありませんの。あまりずんだを舐めているとしまいと言えと容赦はしませんよ。もう二人なんて知りません。キリちゃん。いとこ姉様のアンポンタン、ずん姉様のイカレずんだ狂人。あれキリタン。葵さんとつくよみさん。こんなところに一人でどうしたの？実は、そんなことがあったんだ。はい、それでちょっと家出中なんです。でもひどい話だよね。キリタンは何も悪くないのに責め立てるなんて。つくよみちゃんもそう思うよね。どう考えても100-0でうんこが悪いな。あら、3人ともどうしたんですか？ゆかり先生こそこんなところにどうしたんですか？お買い物帰りです。今日は土曜日ですからね。ゆかり先生は休みの日は友達と出かけたりしないのか？もちろんお友達と出かけることもありますけど、今日はたまたま予定がなかっただけですよ。それで、皆さんどうされたんですか？これからどこかにお出かけですか？なるほど、家出ですか？はい、きっと二人とも私のことなんてどうでもいいんです。先生、どうやったら早く大人になれますか？私早く自立してお家を出たいです。そうですね。早く大人になる方法は先生にもちょっとわからないです。ですが、先生も実は一度家出をしたことがあるんですよ。ゆかり先生が家出ですか？はい。先生が高校生くらいの頃の話ですが。ゆかり先生も家出なんてするんだ。そうですよ。先生は実は昔はお母さんとお父さんを困らせる悪い子だったんですよ。というのは冗談ですが、本当は両親と喧嘩して家出したんです。喧嘩？はい。私の友人が海外に留学することになって、私も同じ学校に行きたいとわがままを言ったんです。友人ですか？はい。とても大切な友人です。父にそのことを話したら、絶対に海外の学校になんて行かせない、と強く反対されてしまいまして。私はその時初めて両親に反抗して、ひどい悪口まで言ってしまいました。なんて言ったんだ？お父さんのバカ、アホ、ハゲ。そこまでひどい悪口じゃないの。いえ、お父さんはハゲていました。ひどい悪口だな。それで私は家を飛び出したんです。あそこまで強く言われたのは実は初めてだったので、お父さんはきっと私のことが嫌いになったのだと、その時は本気で思っていました。そして、私は近所の山に行ったんです。山？はい。山といってもまあ、少し小高い丘くらいの場所なのですが、
そこは私と友人との思い出の場所だったんです。思い出の場所？で、そのお話はちょっと長くなってしまうので割愛しますが、私聞きたいです。先生の思い出話。私も聞きたい。つくよみちゃんも聞きたいよね。それなりには。そうですか？じゃあお話ししますね。あれは、私が高校1年生だった頃のことです。当時、私はこの町に越してきたばかりで友人もおらず、学校が終わった後は先ほど話した山にある小さな神社の近くでいつも本を読んでいました。ある日、いつものように私が一人で読書をしていると、あれ先客かな？腰まで伸ばした金色の髪で春の日差しを踊らせる彼女の姿は、直前まで活字を追っていた私の目にはあまりにも眩しくて、まるで彼女そのものが太陽なのではないかと錯覚してしまうほどに輝いて見えました。私と彼女は同い年ということもあり、すぐに打ち解けました。友人がいたことがなかった私には、彼女と過ごす日々が本当に楽しくて、あの時のことは今でもよく覚えています。それがご友人との出会いだったんですね。ええ、東北家のお二人や高橋さんと出会ったのもちょうどその頃だったんですよ。3人ともまだ小さかったですけどね。そうだったんだ。ところで友達がいたことなかったって言ってましたけど。いえ、引っ越しが多かったもので。そうだったんですね。でもある日、うちで飼っていた愛犬が亡くなってしまったことがあったんです。そのことは、小さい頃からずっと一緒で、家族も同然だったので、私はとても落ち込みました。そんなことがあったんですね。愛犬は何という名前だったんですか？お父さんです。何故？確か頭の毛色だけ違ったので、小さい頃の私がお父さんと名付けたと母から聞きました。お父さん若い頃から苦労してたんだな。散歩に行った時はよく誤解されたものです。お嬢ちゃん一人でワンちゃんの散歩会。偉いね。おや、その袋は何かな？お父さんのうんち。人間の方のお父さんが不憫でならない。私は喪失感で勉強に全く手がつかず、しばらくはぼーっと過ごしていました。そして、ある晩のことです。突然、彼女が家に来ました。いいもの見せてあげるよ。そう言うと、彼女は私をあの山まで連れて行きました。いつものその山は夜になると不安になるほど暗く、私は彼女に置いていかれないよう必死でついていったことを覚えています。何してるの？ゆかりんも一緒に横になってごらん。どうして？いいからいいから。周りには街灯も一切ないからでしょう。それは、本当に目のくらむような満天の星でした。綺麗。でしょ？ここはこの辺りで一番星が綺麗に見える場所なんだよ。ゆかりんのお父さんは、きっとあそこにいるよ。私も小学生の頃に、大切な家族を失ったことがあるんだ。私が小さい頃に、その人が教えてくれたんだ。大切な人は死ぬと、お星様になるんだよって。今聞くと子供騙しみたいに聞こえるけど、私は案外、的を得ているような気がするんだよね。あの人がいなくなった後も、意識すればすぐ近くにいるような気がするんだ。星も一緒でさ、普段は見えないけど、こうして意識して見上げれば、いつもそこにある。だけど、どっちも触ることはできないんだ。意識すれば、いつもそこに。お父さん、あそこにいるのかな？うん。きっとお父さんは、ゆかりんのこと見守ってくれてるよ。お父さん。いい話だけど名前のせいであまり話に入り込めない。私はあの時と同じように星空を眺めながら、その時のことを思い出していました。意識すれば、いつでも。ゆかりん。ゆかりん。ゆかりん、こんなところで寝たら風邪ひくよ。私はいつの間にか眠ってしまっていたようでした。家に帰ると、玄関で両親が待っていました。たくさんの人に迷惑をかけましたし、正直殴られるくらいの覚悟はしていました。でも、父は何も言わずに、私のことを抱きしめてくれたんです。私は、その時初めて親心というものが分かりました。父は本気で心配だったからこそ強く言ってしまっただけで、私のことを否定なんてしていなかったんです。お父さん、ハゲなんて言って、ごめんなさい。お話がだいぶそれてしまったんですけど、
キリタンさんのお姉様方は、キリタンさんのことをどうでもいいなんて思っていないと思いますよ。喧嘩をしてすぐの時は、相手の悪い部分ばかり見えてしまうものです。でも、お二人は普段はとても優しくて、いつもキリタンさんのことを思ってくれているはずです。だからといってキリタンさんがお二人を許してあげなさいとか、そういうお話ではないですよ。今回は悪い部分がたくさん見えちゃいましたけど、お二人にはいいところもたくさんあります。だから、悪いところだけ見て考えないでほしいなって、先生が思っているだけのお話です。先生のお話は一つの意見として参考程度に考えていただけると嬉しいです。キリタンさん、お二人のことは好きですか？いたこ姉様は、ダイエット中はいつもピリピリしてて、私によく当たってきます。だから私は、ダイエット中のいたこ姉様は嫌いです。そうですか。ずんだ餅は嫌いじゃないですが、食べたくない時に食べさせられるのは嫌です。だから、ずんだ餅で我を忘れたずん姉様は、私は嫌いです。そうですか。でも、いたこ姉様はちょっとした質問にも、私にわかる言葉で丁寧に答えてくれますし、いつも私のことを気にかけてくれます。ずん姉様は、その、ずんだ餅を作るのがとっても上手ですし、とっても優しいです。ずんこのいいところが弱すぎる。だから、私は、二人のことが、とっても大好きです。そうですか。バイバイキリタン。先生もさようなら。はい。お二人とも遅くならないようにしてくださいね。ゆかり先生、今日はいろいろとありがとうございました。いえいえ、キリタンさんは私の大切な生徒さんです。相談の一つや二つ、お安いご用ですよ。ゆかり先生。それじゃあ、私もそろそろ帰りますかね。ゆかり先生。これはそう、あれです。私の友達から相談を受けていて、その参考になるかと思って買ったんです。あ、そうだったんですか。てっきり私、実は本当はお友達なんていなかったのかと。そんなわけないじゃないですか。すみません。今ちょうど友人から連絡が来て、用事ができちゃいました。それじゃあ私は帰りますね。キリタンさんも気をつけて帰ってくださいね。それではまた。はい。さようなら。そうですよ。いたこ姉様もずん姉様も、たまたま虫の居所が悪かっただけで、普段はとっても優しいんです。これからは私もちゃんと自分の意見を言うようにして、それで喧嘩になっても、また仲直りすればいいんです。そうですよ。なんと言ったって二人は、私にとって、最高のお姉様なんですから。キリタン。ねえ、今日卒業式だったんだよ。みんな待ってるよ。今日くらい顔を見せてよ。キリタン、そこにいるんでしょ。ねえキリタン、4人がいなくなってからもうずいぶん経つよね。お姉ちゃん、みんなを連れてすぐに帰ってくるって言ってたのに、ちっとも帰ってきやしないんだから。帰ってきたらさすがの私でもちょっと怒っちゃうと思うんだ。お姉ちゃんの嘘つきって。そしたらお姉ちゃん、いつものニコニコしたあの顔でこう言うんだよ。ごめんごめんって。それで仲直りするの。そしたらまた一緒に遊んだり、笑ったり、たまに喧嘩したり。みんな絶対に帰ってくるよ。お姉ちゃんは約束を破ったことないもん。すぐに帰ってきてないじゃないですか。そうだね。確かにちょっと時間がかかりすぎだけど、でもお姉ちゃんはみんなを連れて必ず帰ってくるよ。何年待っても、何の音沙汰もないじゃないですか。きっとみんな今頃もう。絶対みんな帰ってくる。私は信じてる。どうして、そんなに前向きでいられるんですか？どう考えても帰ってこない確率の方が高いじゃないですか。そんなの、バカでもわかることですよ。それなのにどうしてそんなに信じることができるんですか？バカですよ。葵さんはバカです。バカでもいいよ。そう思えるくらい私はお姉ちゃんを信じてるし、私はお姉ちゃんのことが大好きだから。久しぶりにキリタンの声が聞けてよかった。私はキリタンのことずっと待ってるし、キリタンのことも大好きだよ。じゃあ、みんなが待ってるからもう行くね。何ですか最後のは。まるで告白みたいじゃないですか。
みんなが今でも生きてて、必ず帰ってくるなんて、そんなことあるわけないじゃないですか。葵さんはバカです。私を置いていつまでも帰ってこないずん姉様もタコ姉様もバカです。みんなバカです。バカばっかりです。今の私の姿を見たら、二人はどう思うのでしょうか。バカは私です。あんなに私のことを思ってくれていた二人を信じられないなんて。私も二人を信じたいです。二人はきっとまだ。葵さん、待ってください。私も行きます。バカなんて言ってごめんなさい。お願いです。一人にしないで。葵さん、キリタン、早く一緒に行こう。みんな待ってるよ。はい。お待たせしました。この線から落ちたらマグマなんだぞ。鬼ごっこでちゅな。皆さんの遊びは一つに統一してください。あと危ないので道路ではしゃがないように。あれゆかりん。マキさん。またみんなのおもり任されちゃったの？そうなんですよ。マキさんはどうしたんですか？今日は腹筋板チョコ型メロン部はお休みですか？うん、ちょっとね。それよりゆかりん大変でしょ。たまには私が代わろうか？いえいえ、大丈夫ですよ。子供のお世話をするのは確かに大変ですけど、嫌いではないので。ゆかりんは、先生とか向いてるかもしれないね。先生、ですか？それもいいかもしれないですね。ゆかりん、私卒業したら。タッチ、高橋が鬼でちゅな。やーい、鬼橋。地獄の果てまで追いかけてやる。皆さん道路で走らないでください。すみません、マキさん。私はこれで。待ってください。ゆかりん。また、言いそびれちゃったな。君たちのことを待っていたよ。僕の名前は。猫ちゃん！すまない、これは彼の発作だ。あなたは、誰？僕の名前はベリー。今は彼の体を借りて話しているんだ。体を借りて？あ、今君の足元にいるよ。それが私だよ。かわいい、猫ちゃんだ。よしよし。あまり気安く触らないでもらいたい。私は気高い。おお、君はなかなか悪くない。ベリー、よかった。無事だったのか。レイディー・ブランシュ、心配かけてすまん。おい、そう、窓より耳の裏が。なんかキモいな。今あそこに割り込んだら折檻していただけるだろうか。知り合いか？知らない。ところで君たちメガネとか持っていないかな？メガネ？この男は禁止みたいでね。メガネなら僕が持っているのだ。おう、どうして君が持っているんだい？ポッケに入ってたのだ。度数もぴったりみたいだ。よし、お礼にこれを君にあげよう。あ、それは。知ってるの？ええ、それはポケットと言います。それを持っていれば生物以外のどんなものでも収納することが可能で、収納したものは腐ることがなく、その容量もほぼ無限と言われております。そんなにすごいものなんだ。ええ、入手も難しく非常に貴重なものです。そんなものいらないのだ。僕はずんだ餅が欲しいのだ。おや、この中にずんだ餅とやらも入っているみたいだよ。わーいなのだ。これで僕は真の神様なのだ。ご主人は神様。それを持つなら本当に気をつけた方がいいね。どうして？それを拾った人間は1週間以内になぜか必ず失踪するみたいだからね。そうなんだ。どうやって出せばいいのだ？出てくるように思えば出せるはずだよ。ちなみにしまう時も同じだ。本当なのだ。早速食べるの。ご主人。いいこと思いついたのだ。ついたよ。変な石以外、何もないけど。この石の前に立ってみて。石の前に？そこで、自分のいた世界のことを強く思って、思う。うん。
そう、これがあなたが住んでた世界。もしかして、ここから帰ることができるの？帰れない。そこを通っても、反対に出るだけ。じゃあ、どうしてここに？この中に、石を投げ入れてみたことがある。石は、反対から出てこなかった。しばらくして、石のこともすっかり忘れてたある時。イプシロンがあの石を拾ってきた。どこで拾ったのか問い詰めると、どうやら私が石を投げ入れた時に映っていた場所と同じ場所で拾ったらしかった。どういうこと？何が言いたいの？映っているなら繋がってるはず。でも、いろいろ試したけど、どうしてもここを通ることができない。ここを通る方法だけが未だにわからない。確か、ここを人が通れたという公式の記録はないはずだけど。このアーチからエンティティは出られないからね。何を言ってるの？君たちはもう人間じゃない。部分的にね。部分的に？どういうこと？アーモンドウォーターのせいだよ。アーモンドウォーターの？それって、実は病気の進行を抑えてくれるだけって話に関係してるの？おや、ブランシュに教えてもらったのかな。そうだね。それ自体、決して間違ってはいないんだけどね。ベリー、どういうことだ？君は何か知っているのか？あれは、君たちの体を少しずつ、こちらの世界に適応できるものに変化させているだけに過ぎない。僕やブランシュ、そしてそこの彼らと同じものにね。進行が抑えられているのはそのためだ。複製世紀は、この世界の生き物を生成できない。だから残差が。でも、あれを飲まないと私たち。そうだね。あれを飲まなければ君たちはこの場所で、肉体的にも精神的にも生き残ることはできない。たとえそうなると分かっていても飲まざるを得なかっただろうね。あれは必ずそういう時に現れる。なるほど。だからこの場所からは帰れた記録もなかったのか。ベリー、君はどうしてそんなことを知っているんだ？書庫にこもっているだけでは分からないこともあるってことなんじゃないかな。これを機に外出の頻度を少し増やしてみたらどうだい？私は書庫の外では心を読めるだけの無力な存在だ。今ここにいるのがその証拠だよ。はは、そうみたいだね。素晴らしい出来なのだ。これで僕が神であるということが証明されたのだ。崇め立てまつるのだ。神様、神、ご主人神様。あれ？どうしてイーちゃんたちがここにいるの？調査のために3人くらいは常駐してる。あの子は一体何を作らせてるんだ？もしここから帰れたとして、ちゃんと元の世界に戻れるの？別の世界に行っちゃったりしない？それは運次第だね。こちらの世界の中ならもやしも、君たちの世界とのつながりはとても不安定だから。それに、いつに戻れるかもわからない。いつに？この世界は時間の概念が希薄でね。こちらから見た君たちの世界は、一枚の大きな絵みたいなものなんだ。大きな絵？そう。例えば、100年とかの範囲で描かれた一枚の絵が見えてる感じだね。その絵が君たちの世界の数だけ何枚もある。何枚も？君たちが同時にこの場所に存在しているのは、それが理由だよ。まあ、これはあくまで君たちに分かりやすく説明するためのイメージであって、実際はもっと複雑なんだけどね。そうなんだ。そういえば茜様、もう一人、探されている方がいらっしゃいませんでしたか？もう一人？ええ、確か緑の髪の頭のお怒りになった。忘れてた。それってずんこさんのこと？高橋さん、もしかしてずんこさんにも会ったの？確か結構最初の頃に会ってね。最初は普通に話してたんだけど、気がついたら青い鳥を信仰する話になってて、顔見たら完全に目がいってたから隙を見て逃げた。そうなんだ。ずんこさん、何か言ってた？確かジェリー様に出会えたのも、私が小さい頃にずんだ餅を捧げたおかげだとか、わけのわからないこと。もう、ほんと勘弁してください。大変！高橋さんが消えちゃった。多分リングに選ばれたんだ。まあ、あそこは安全で何でも揃ってるから、多分大丈夫だと思うよ。いつ帰ってくるんだ？最短で3日、最長で20日後かな。小さい頃。でも、
結局私たちにできることは何もないんだね。やっぱり、諦めてここで生きていくしか。うちがやるよ。やるって、何を？うちがあの機械に入って、ここから帰るよ。お姉ちゃん。ダメだよお姉ちゃん。元の世界に戻れる保証もないし、自分が自分じゃなくなっちゃうんだよ。大丈夫大丈夫。嫌だよ。もうこれ以上、大切なものを失いたくないよ。カオナスさんも何か言ってよ。茜様、私を叩いていただけますか？どっちで？ではグーで。カオナスさん、何してるの？葵様、信じることの強さですよ。どういうことだ？葵、大丈夫。全部うちに任せて。みんな、絶対助けるから。お姉ちゃん。わかった。私、お姉ちゃんのこと、信じるよ。あ、戻ってきたね。あかねちゃん、私たちのことは、大丈夫みたいだね。ハーミット君たちは無事だったかい？あそこにはもう、いた子さんたちしかいなかったよ。それにあの機械も巻き込まれたみたいで、最後に私たちが使って完全に壊れちゃった。そうか。あれ、なんか君頭が寂しくなってないかい？ご主人ハゲた。実は、ずんだもんが勝手にずんだ餅をあの機械で増やしちゃって。やったのだ。やっぱり僕は天才で最強の神様なのだ。これで2倍楽しめるってわけなのだ。いただきますなのだ。ぶまずいのだ。こんなもの食べられないのだ。幸いあと1回使えたからよかったんだけど。本当にこの子は何をしてるんだ？ちなみにこれが生成したずんだ餅。うわ、なんだかヌルヌルしているね。生体以外の有機物を生成すると、だいたいこうなる。すごく日持ちするけど味は悪い。なるほどね。あかねちゃん、そのずんだ餅を持っていくといい。きっと役に立つ。耳がない。耳を取ろう。そうしよう。これは正しくない。修復不可。廃棄。ダメじゃないか。ゴミを入れちゃ。ごめんなさい。反省はしてる。勘弁しろ。これもいらないのだ。こんなのずんだ餅じゃないのだ。のだ。ご主人。そうか。あの子は生成されてから何も食べていないから。不本なのだ。一石二鳥ってやつなのだ。神は2人もいらないのだ。ご主人。葵ちゃん。謝りなさい。大変申し訳ございませんでしたなのだ。ごめんなさい。思わず私。大丈夫。どこだろうとこの世界よりは安全なはずだよ。そうだといいんだけど。葵ちゃん。何をしても彼女は君にそんなことはしないと思うよ。私もするわけないだろ。それじゃあ、うちは行くね。ブランシュさん、ご飯ありがとう。とっても美味しかったよ。あれくらい、お安いご用だよ。パオパオさん、ずんだ虫さんをよろしくね。根は多分いい子だから。パオパオ。カオナシさんも元気でね。はい。くれぶれのお体には気をつけてください。わかった。ところで最後にもう一度私のことを。元気でね。はい。悲しみさん。悲しみさん、俺のことか？葵のこと、よろしくね。言われるまでもない。カメラのうち、みんなをよろしくね。了解。葵、またね。お姉ちゃん、もしうまくいかなくても、葵、うちを信じて。わかった。それじゃあみんな、元気でね。バイバイ。さて、私たちも帰ろう。みんな私の書庫に招待するよ。一番いい紅茶を入れよう。ブーさんも行くよね。葵ちゃんが行くなら、
パオパオのだ。私もまだ村石様に踏んでいただいていないので、君にはまた特別に個室が用意してあるよ。すみません。年を取ると冷戦が緩くなってしまって、涙なんて一滴も出てないじゃないか。心で泣いているんです。そうかい。これで全員救われるといいね。何の話？君には全部見えていたはずだ。そのレンズを通して。入るだけで致命的な場所。敵対する危険な生物。そんな場所が無数に存在して、さらに常に変化もしている。誰の助力もなしにほぼ全員がここまでたどり着けるなんてあまりにも不自然だ。それは、あの子たちに仲間がいたから。君が引き合わせたんだ。彼女たちが一人でいたらどうなるか、君は知っていたから。それにあの二人もあの子たちの元になった子も、放っておいてもどうせ助からなかった。君たちは一見倫理観が欠如しているようだけど、明確に敵意を示した相手と自分自身を除いて、人倫に戻るような行為はほとんどしていない。だけど目的のためなら迷いなく命を投げ出すし、躊躇なく奪う。願わくは僕はもう少しだけ君たちのことを観察していたかったね。あなたは、どこまで知っているの？猫に知らないことなんてないのさ。まあ、彼女がうまくいったとしても、この世界は何も解決しない可能性もあるわけだけれど。それでもいい。そういう可能性が存在している世界が一つでもあるって知れただけで。私はもうそれだけで、十分。そうだね。どうせ結末は誰にも観測できない。僕はブランシュのところに戻るけど、君はどうする？私は遠慮しておくよ。やらなきゃいけないことがたくさんあるから。そうですか。時の過ぎゆくままに。ああ、猫ちゃん。あれ、そういえば、ベータはどうしたの？え？お姉ちゃんしっかりして。ない。お姉ちゃん何が言いたいの？声が聞こえない。高橋の魔除け？ペラペラ。今日という今日は許さないからな。二人とも喧嘩しちゃダメでちゅわ。やーい、高橋のバー。あれ？大丈夫？うん。ずんちゃん何してるんだちゅの？間抜けが。あわわわわ。すみません。ご迷惑をおかけしてしまったようで。いいよ。でも、危ないから気をつけてね。はい。ありがとうございます。ほら、みんなもうお家に帰ろう。帰ったらお菓子があるから。お菓子でちゅの？俺が先だぞ。待って。走ったら危ないですってば。すみません。ありがとうございました。失礼ですけどあなたは。大変でちゅの。高橋が側溝の隙間にはまりましたの。溝橋。何してるんですか？ごめんなさい。私はこれで失礼します。高橋さん。これで、みんな。知ってるような知らないような。お姉ちゃん。葵、どうしたの？どうしたのじゃないよ。お姉ちゃん、給食のエビフライを食べた瞬間に震えながら倒れたんだよ。いくらエビフライが好きだからって、
脅かさないでよね。そんなバカな。心配して見に来てみたら気持ちよさそうに寝てて拍子抜けしちゃったよ。ほら、早く帰ろう。私お姉ちゃんが起きるまでずっと待ってたんだから。葵、どうしたのお姉ちゃん。いや、もしかしてまだ眠いの？まあ昨日は張り切ってたもんね。張り切ってた？そうだよ。あ、もうみんな先にうちに来てるからね。みんな。お父さん、その袋はなーに？これはお母さんへのプレゼントの紅茶だよ。ダージリン。そうだよ。今日は記念日だけど、お父さんは友達の就職祝いに行かなくちゃいけないから、そのお詫びにね。また夜にたくさん叩かれちゃうもんね。なぜそれを？お姉ちゃん、さっきからぼーっとしてどうしたの？なんでもないよ。ただいま。葵さん、茜さん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうみんな。倒れた時はびっくりしましたけど、寝不足だったんですね。茜さん、もう大丈夫なんですか？茜何してるのだ。早く来ないと僕が全部食べちゃうのだ。はいお姉ちゃん、お誕生日プレゼント。これはキーホルダーだよ。キーホルダー。すみません、遅くなりました。遅いですよゆかり先生。すみません、皆さんの分の飲み物を買っていたので。茜さん、どうかされたんですか？なんでもないよ。たくさん待たせちゃってごめんね。本当に、みんな、ありがとう。あれ？そういえば高橋さんは？あ、忘れてた。ここにいる。後ろに立たないでね。すみません。ゆかり先生はもうお酒は飲めるんでしたっけ？失礼な。私は今年で22歳の立派な大人ですよ。ずんだ虫さん、冷蔵庫にあったプリン知らない？ 1 ミリも知らないのだ。美味しかった？美味しかったのだ。お姉ちゃん。こんにちは。私の名前はありませんが、青い騎士と呼ばれています。私は長いこと一人ぼっちです。どうか私のお話し相手になってくれませんか？返事があるわけないですよね。せめて携帯の充電があれば。誰？お母さんお母さん、早く早く。ちょっと待ってね。ほら、スイカが切れたよ。わあ、スイカだスイカだ。こらお姉ちゃん、食べるときくらいそれ話しなさい。いやや。ふふ。じゃあ、
それはあかねちゃんの来年の誕生日プレゼントにしよっか。やったー、うちのバールさんだー。ずるいずるい。お母さん、私にも何かちょうだいちょうだい。そうだね。葵ちゃんには何をあげようか。お母さん大丈夫？いつもの痛い痛い？もう平気だよ。私、何にもいらないよ。お母さんがいるから、大丈夫だよ。葵ちゃんは優しいね。えへへ。あ、花火だ。花火花火、花火花火。お母さん、花火が上がった時ってなんて言えばいいんだっけ？たまやー、かな？たまやー。たまや、たまや、たまやたまや、たまやたまや。エビフライや。エビフライや。エビフライ。やー、あっちのうちはうまくいったかな。でもこの子たちがここにいるってことは、私たちが存在しているってことは、きっと最初から。お母さんも一緒にいよ。せーの、あれ。お母さん。お母さん、どこ行ったの？お母さん。私本当に何にもいらないよ。チョコミントもずっといらない。だから出てきて。ねえ。うわーん。お母さん。たまや。